チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。ちょっとですね、体調悪くて、ポッドキャストとか更新できなくて申し訳ございませんでした。今日はただいつも通りやります。参政党とトランプ日中問題で一致する時事雑談ということで、明かせるばかりの日中関係と徐々に批判が高まる高市政権。しかしどこ吹く風の参政党は支持率低下にもかかわらずマイペースにフォーラムとか実地してたので、アメリカのですね、対中対ロシアの話など、国外と国内の話を絡めながらやっていこうかなと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。また配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり、誰かを笑いとは一切ありませんので、よろしくお願いします。あと、チャットやコメントでの書き込みは自由ですが、配信者は全ての差別や誹謗中傷に反対しておりますので、そうしたコメントはおやめください。はい、ということでですね、皆様、来ていただいてありがとうございます。マヤイフさん、ショウガさん、音花風花さん、ミニラトルさん、ペタスさん、マオさん、つばきさん、伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、来ていただいてありがとうございます。本当ね、今感染症も流行っておりますしですね、ちょっと冬の気候とかですね、ドカ雪降ったりでいろいろあったのでね、多分そのせいじゃないかと思うんですけど、私もちょっとね、日月具合悪かったので、はい、皆さん本当気をつけてください。週明けださん、申し訳ございません。はい、久々にちょっと、神谷宗平さんをですね、取材しようと思ったので、というかね、トランプとなんかその一致してんのはどっちかというと参政党なので、その話をしたいなと思ってます。っていうか手に魂を込め歩いてみればもうですね、まだ見てないんで、そんな感じだったんでまだ見てないんですけどですね、少しずつファトマさんの会場増えて嬉しい限りですね。ありがとうございます。応援ありがとうございます。はい、ということで、配信のですね、参考リンクにつきましてはいつも通り、Google ドキュメントにまとめておりますので、そちらをご参照ください。あと署名なんですが、埼玉県ヘイトスピーチ禁止条例制定を求める署名と、レイシズムの制度化を許さない旧大学合同要請、博士課程支援制度 JST スプリングの日本人限定方針の完全撤回を求めます署名ということで、差別に反対する署名がですね、いまいち集まってません。はい。まだどちらもね、1000に到達してないような、感じの広まり方しかしてなくてですね、ちょっと、少ないので、皆さんぜひ協力、拡散によろしくお願いいたします。はい。ということで、今回ちょっと尺の関係で短いんですけど、まずパレスチナの話からいつも通り入っていこうと思います。イスラエルが最新軍事技術をガザで実証、欧米が熱視線ということで、ロシアの脅威に直面した欧州諸国がイスラエルの軍需産業に大注目ということで、いや、ずっと知ってはいたんですけど、いや、ガザ虐殺に反対しないのみならず、マジでイスラエルからなんかドローンを買うつもりらしいですね。パレスチナ自治区ガザでの戦争で効果が実証されたとして、最新軍事技術をイスラエルが売り込んでいる。そして欧州の、購入希望者は列をなしているということで、ウォールストリートジャーナルが報じておりますが、OBS 精霊さんこんばんはです。いやー、ほんと実証最悪ですよね。いや、あなた何に使った技術か知ってますよね、これをっていう。パレスチナでですね、大量に子供たちを虐殺した技術ですよねっていう話なんですが、日本のね、防衛省なども購入を検討しているのがこのドローンですよね。罪のない人を生きたまま焼き殺し、テントで寝ていた人を銃弾で殺し、瓦礫で押しつぶして実証したクソ国家イスラエルの技術に欧米が熱視線。ヘドが出るわ、こんな記事を垂れ流すメディアにもということでですね。ウォールストリートジャーナルは何を考えてこの記事を掲載したんですかね。なんか皮肉ったような調子で言うぐらいだったら掲載しない方が良かったと思うんですけど、ここ X にも現在進行形でジェノサイドを受けているガザの方々が大勢います。停戦など嘘っぱちでイスラエルには今にもガザに爆撃を続け、支援物資や移動住宅の搬入を許可しないので投資者が出ています。
彼らの多くはクラファンを立ち上げ寄付に頼って生活しています。私のタイムラインでは身元確認済みのガザの方を紹介し寄付を呼びかけていますので、お金に余裕のある方はぜひご協力くださいということで、いつもパレスチナ支援しているヨイさんですけれども、はい、余裕のある方はですね、ぜひご協力ください。いや、ほんとね、資本主義の末路って感じですね。この見出しが最悪ですよね。ね、せめて鍵括弧にもしてない。しかもガザ戦争って言ってますからね、虐殺じゃないんですよ。まあ、この辺もですね、WSJ の姿勢がお伺いできますよね。先日、ウォールストリートジャーナルといえば、まあ、高市政権に対してちょっと批判的なことを書いた新聞で、まあ、ネット右翼の人たちがね、嘘だ、左翼新聞だみたいなことを言っていたんですけど、はい、右翼です。はい。見てわかりますよね。そして中日パレスチナ常駐総代表部なんですけれども、絶望の波に直面する2人の子供、1人は残されたテントを守ろうとし、もう1人は空に向かって手を挙げ助けを求めて叫んでいるということでですね、ガザは冬雨季になります状態なので、今こういうまあもう見てわかりますよね。こういう状態ですよ。いや、雨季でテントしかないところで、しかも海辺なので、こうなるのは当たり前なんですよね。だからその前、こうなる前に仮設住宅を用意するなり何らかの手を打っておかなきゃいけなかったんですけど、ずっとイスラエルが邪魔をするので、成し遂げられていないというのが実情なわけですね。で、こちら別の映像ですけれども、強風でテントの屋根が吹き飛んでですね、あらゆる家財道具とかがバラバラに散乱しているという映像がタイムズ・オブ・ガザから出ております。ガザの現状に言葉も出ない。これがただの自然災害だったとしても、こんな状況に市民を捨て置く政府は許されない。イスラエルはガザを違法に占領し、人為的にこの状況を引き起こした上、占領政府として仮設住宅すら作らず、テントも搬入を拒否し、この人たちを放置しているのであると。全くその通りですね。はい。というと、熱視線というと茶化しているみたいな感じはしますけど、そういう次元じゃないですよね。いや、そもそもね、この記事を掲載すること自体がおかしいですからね、ウォールストリートジャーナルは。少しは考えてくださいよっていう話ですよね。まあ、だからアメリカの金持ち向けの新聞なので、もうゴリゴリのネオリベだし右翼なんですけど、だからといってちょっと限度というものがあるだろうと思いますよね。いや、ほんと人が住める環境じゃないですよ、これは。虐殺用の兵器でも利益のためならば、そう世界にばらまくことも厭わない資本主義のね、本性が出てますよね。はい。本当にこれが許されてるのおかしいですよね。はい。ボイスという署名サイトで埼玉県のヘイトスピーチ条例に反対します。なんかね、ボイスはね、ほんとそういうネトウヨとかの人が使ってるんですよね。なんかその差別とかの、レーティングがないらしくて、まあ、そういうね、ヘイトスピーチ条例の制定に反対しますみたいな、よく見ないとですね、何がおかしいのかわかんない、署名とかもあるんで、皆さん気をつけてください。チェンジオルグはさすがにそういうの弾いてると思います。はい。なんですけど、一刻も早くですね、だから、支援体制を整え直さなきゃいけないということなんですけれども、全くそんなこっちではないですね。まずハマスの幹部がまた殺されました。停戦中じゃなかったのっていう感じなんですが、けども、14日にですね、パレスチナ自治区ガザで、ハマスの、幹部の方がですね、4人殺されたということです。はい。で、ハイヤ氏は、テレビ演説でサイド氏の殺害を確認し、停戦合意に反するイスラエルの継続的な違反行為と、ハマスを標的にした今回の暗殺行為は合意の継続を脅かしているという。まあ、もはや合意もクソもないですよね。イスラエルは、停戦したと言って、まあ、ハマスはもう攻撃してくるなと言っているのに、まあ、ハマスの人を殺してるわけですから、まあ、一方的な攻撃を続けてるっていうのは、まあ、これでもう誰の目にも明らかになったんじゃないかなと思います。はい。で、さらにひどいことになっているのが、トランプ政権ですね。はい。アンルワに制裁を検討しているそうです。テロ組織に認定するという、検討もしていると。はっていう、まあこれ目を疑ったんですけど、UNRWAって国連の組織ですよ。
トランプ米政権は国連パレスチナ難民救済事業機関ウンルワに対してテロ関連の制裁を科すことを検討していると。ウンルワはパレスチナ自治区ガザ、ヨルダン川西岸、レバノン、ヨルダン、シリアで食料支援などをやっている。だからこういった状況をですね、解決するにはウンルワをまた機能させるしかないわけですよ。ところが1月以降ですね、ハマスの手先だからといって米国は資金拠出を停止し、ハマスの下部組織みたいなことをずっと言ってくるわけですね。で、今度はついにテロ組織に指定しようとしていると。まあさすがに外国テロ組織にまで指定されちゃったらもう活動不可能になるでしょうね。さすがに実際に国連の組織なのでここまではできないじゃないかとは言われておりますが、すでに資金難に直面しているウンルワの難民救済活動はさらなる困難に直面するだろうと言われております。はい。意味不明すぎるテロってどういう了見なの？この上アンルワに制裁って気に入らないやつは全部テロ扱いしてきそうですね。まあそうですね。だから本当になんかその何もかもですね気に入らなければ全てテロ組織に認定してテロリストを手助けしている腐敗した組織であるから何もしなくていいのだと、金を出さなくていいんだということを正当化しているわけですよね。でその上で爆弾を落としていると。だからですね、これは全然停戦になってないですし、一方的な占領継続、虐殺が継続されているという風な見るしかないんじゃないかなと思います。はい。テロ政権のくせに何をやっているのかと。アンルワのツイートにもね、クソリプがぶら下がったりとかしているんですけれども、その全てがね、アメリカやイスラエルの工作だとは言いませんけど、アメリカの政権がですね、露骨にこうやって敵意を、国連に対する敵意をあらわにすることで、ですね、そういった乱暴な言説を許して、国際秩序を激しく乱しているというのが現状じゃないかなと思います。そう、テロという言葉自体がね、恣意的に権力によって貼られるレッテルに過ぎないですからね。はい。ということで、ちょっと最初からうんざりしてくるのですが、パレスチナの話でございました。参政党部コースさん、コンカラスです。アメリカ・イスラエルのハマス幹部殺害を非難している情報もという。そうなんですね。ってことは、先ほどのね、ハマス殺害に関してはイスラエルの暴走の可能性もあるっていうことですかね。ありがとうございます。補足ありがとうございます。どちらにせよという感じですけどね、そのイスラエルをずっと許し続けてるわけですからね。はい、ということでアメリカの正義を体現する人々といえばっていうことで、はい、お待ちたついたしました。参政党の話します。参政党の支持率4ヶ月連続減少 3% おめでとうございます。ピークの半分以下にということでですね、支持率が下がっているそうです。大変めでたいですね。これ自体はめでたいことなんですけど、ただ支持率が下がったからといってですね、あまりその参政党の存在意義自体がなくなったわけではないというところをちょっと今日言いたいと思うんですが、ピークの参院選直後の8月調査では 7.6% などという驚異的な数字も誇ったこともあったんですけど、高市政権になってからですね、参政党支持者の人がみんな高市に流れたのではないかという、それは定量的なデータで裏付けられているわけじゃないので、あくまで噂レベルなんですけれども、実際にですね、測ってみたところ、支持率の低下が露骨であると、特に男性の支持率の低下がひどいということで 1.9 ポイントぐらい下がってるそうです。世帯別では18歳から29歳で 2%、30歳代は 5.6% と相変わらず高い水準ですが、50歳代になると 2.5%、60歳以上では 1.1% しかないということで、ですね、日本人ファーストを掲げる純粋差別政党が、高市さんと比べてわざわざ支持するメリットがないということにようやく多くの人が気づき始めたのではないかなと思います。はい。そりゃそうですよねと。だから自民党の極右層が一時的に流れてただけの人気であったと思いますし、今後ねまた 7% とかに復活することはないんじゃないかなと思うんですけど、ただ参政党がやってることを考えるとあまり楽観視はできないかなというのがちょっと今回の話になります。参政党今国会での成果、スパイ防止法の提出、国旗損壊罪法案の提出、新型コロナ検証委員会設置法案提出、安藤さんの消費税質付きでその仕組みを暴く、大津さんの外国人犯罪について重要な情報を引き出す、梅村さんの土葬の質疑で土葬の危険性が世の中に広まる、参政党はすごいっていうことで、はい、スパイ防止法の制定などにすごく国旗
国家損壊法ですね。すいません、噛んじゃったけど。そういう、まあ、ろくでもない自民党の高市政権がやりたいと言っている法案を大体参政党が提出しているという、いやー、すごいですね。なんかある意味は、維新以上の、優等ぶりというか、もう自民党高市政権を全力でアシストすることに特化しているのかなと思います。まあ、だからおとなしいし、まああまりね、目立ってその単独行動でですね、参政党独自の自民党批判などは控えるようにしているみたいなんですけれども、まあ、ここまでね、露骨でろくでもないことしかしてない人をさらに支持してるっていうのはすごいなと思うし、まあファン層がね、順化されてしまっているというところも伺えるんじゃないかなと思います。いや、土葬は危険じゃないですよ。昔からキリスト教徒の人だって土葬してたでしょ。週末に近所で参政党タウンミーティングがあったのでカウンターに行ってきましたと言っても敷地内では何も出てきないのでファック参政党の T シャツを着てましたありがとうございます。お疲れ様です。問題は参政党のような政党を支持する人間が多数いることですね。はい。だからね、未だにこういう政党を支持してる人たちがね、逆に 3% 以上もいるっていうのは由々しき事態ですよね。だから土葬がどうとかっていう、ああいうデマゴーグっていうのが結局参政党によってもうある程度広められてしまったわけじゃないですか。で、広められてしまったから、まあある程度主張として受け入れられちゃったわけですよね。だから全くそういったことに関心がなかった層の人たちまでも、まあこういったね、デマに騙されて参政党支持者になってしまって、まああるいは高市に行ったかもしれないですけど、右側から行って帰ってこないという、まあ、状態になってるのかなと思います。参政党は自民党じゃなくて石破のような人が嫌い。土葬を大昔からやってるんですね。いやだから子供連れの人とかはデモに参加してるのも辛いですよね。はい。そして、まあ、これが非常に話題になったツイートなんで取り上げたいんですが、神谷宗平、男性党代表のツイート。ミア・シャイマー教授をメインに伊藤寛さん、及川幸久さんと対談させていただいた参政党コアフォーラム。ロシア、中国との関係やグローバリズム、ナショナリズムについてもお話しさせていただきました。テレビでやってほしい内容でした。私がまた国会で展開しましょうか。アーカイブも購入できると思いますので、興味ある人はぜひ買ってくださいという、メッセージ、熱いメッセージを送ってるんですけど、ジョン・ミアシャイマーというですね、国際政治学の教授を招いてまたフォーラムをやったそうです。ミアシャイマーっていうですね、まあこれ気づいた人は気づいた人いると思うんですけれども、はい、まあ、ジョン・ジェイ・メアシャイマーさんといえば、反米で有名な方でございまして、まあ、本人もシカゴ大学の人なんだけど、まあ、ガザの件ではですね、強くアメリカやイスラエルを非難する一方、まあ、ウクライナに関しても激しく非難していて、まあ、反ユダヤ主義者ではないかという疑いをかけられている人です。シカゴ大学の政治学特別教授ミア・シャイマーはウクライナで進行中の危機について物議を醸す分析を執筆しており、この分析は事実を十分に知らないまま独断的に適用すると現実主義が失敗する理由を巧みに明らかにしていると。これ2014年当時の、コメントなんですけど、プーチンの行動は理解しやすいはずである。ウクライナはナポレオン時代のフランス、帝政ドイツ、ナチスロシアがロシア自体を攻撃するために渡った広大な土地であり、ロシアの指導者は西側諸国がウクライナを西側諸国に併合することを決意した政府の樹立を支援するのを黙って見守っていたわけではないだろうと。大国は常に自国の領土付近の潜在的な脅威に敏感なだけなのだと。まあロシアがね、ウクライナが NATO に入ったり、その西側に取り込まれるのは危険だから、プーチンは動かざるを得なかったのですよというようなことを言ってらっしゃるんですけど、まあ過去の侵略を援用することで合理的な観察者なら誰でもそのように認識されると仮定するリアリズム的な分析の枠組みを超え、ロシアの歴史的記憶やイデオロギーや政治文化や認識をそのまま再援用していると。まあ要はプーチンのですね、ナラティブにそのまま従ったようなことをまあずっと今に至るまで主張し続けてる人なわけですね。だからたまにパレスチナ支持派の人でミア・シャイマーの発言取り上げてる人いるんですけど、そういう人なんで取り上げない方がいいですよ、本当に。イスラエルっていうか、イスラエルとかアメリカを非難してる動機が違いますからね。はい。いや、国旗損壊罪まだやってんの本当に廃案にしてほしいですよね、さっさと。最近は脱炭素とはっきり言うようになったことでおなじみの神谷さん、脱炭素やめたんですね。まあ言い間違いで脱炭素って言ってたっていうのもちょっと話題になりましたよね。
キャミーさん、コンカラスです。今でもごくごく少数ではありますが、神道を信仰していらっしゃる日本人は土葬で埋葬されます。土葬斡旋などの団体などもあります。そうですね。ありがとうございます。そうですね。キリスト教徒の方やイスラム教徒の方は当然ですけれども、神道を信仰していらっしゃる方もですね、土葬の方が多いと思います。はい。参政党はですね、親米なんですけど、あくまでもトランプ政権に忠実な人たちなんですよ。だから、ミア・シャイマーって、その絶妙な立ち位置の人で、だから、一見するとトランプに、まあもちろんトランプに対しては批判的ですけれども、トランプを批判してるようでいて、まあ、ウクライナをですね、批判してるような人だから、微妙にトランプ政権と主張が重なってるんですよね。はい。大国の隣の小国なんだから黙って従えという、まあそういう感じの思想の人ですね。はい。なのでですね、この、ミア・シャイマーを呼んだりする行動がですね、やっぱりトランプ政権と一致率が高いのではないかと言われてます。で、呼んだ他の2人は日本人なんですけど、1人が及川幸久さんということで、はい、幸福実現党の外務局長だった人ですね。はい。まあこれ以上の説明必要ないだろっていう感じなんですけど幸福実現党ですかっていう。まあ及川さんはね、結構参政党に以前からまあ応援してて、幸福実現党を抜けて参政党に入ったとも言われてるのかな、人なんですけども、トランプがですね、例の1月6日にバイデンの、選挙で負けた時に、ジョージア州は上院選の不正がバレています。得票が、5000票も減っているではないですかと。このようなですね、要はトランプを負けさせるために投票が操作されたという陰謀論を頑張って、拡散していた人の一人でもございます。はい。だからとにかくそのマガ派の人たちにとって都合のいい主張を展開する、まあ日本のそういうですね、エージェント的なことをやってる人の一人なわけですね。はい。で、かつては幸福実現党でやってたけれども、それをそのまま参政党に主張を持ち込んでる人だということですね。はい。しかもうちのスタッフが間違えて脱炭素って書いちゃってと責任転嫁しているところを含めてカビアは最悪ですね。いや、そこがね、また最悪ですよね。お前のせいやろってしか言いようがない。っていうか、脱炭素と脱炭素の区別ついてなかったでしょっていう。いや、イスラム教徒の土蔵墓地が足りないことほんと深刻ですからね。なのになんでそれを解決しないでこう叩く方向に持ってこうとするんですからね。幸福賛成の人結構いるみたいですね。はい。陰謀論者です。政党のトップは部下の整理するのも本当ダメですしね。まあ、和田政宗さんもね、結局自民党を抜けて参政党に入ったらしいですね。おめでとうございます。この前宮城県知事選挙で負けた人ですけど、幸福実現党の人だったから陰謀論を掲げる政党に親近感あるんですかね。まあそうですね。極右陰謀論を掲げてる人たちなんで、まあマガな人たちなので、親和性がもともと高かったんじゃないかなと思われます。ヒロヒトも土葬されてる。そこなんだよな。で、伊藤寛さんという人は、まあ、その前者2人に比べると露骨ではないんですけども、イラン・イラク戦争に関する見解を以前、ネットに書かれてたことがありまして、まあ、イスラエルロビーによるイラン戦争扇動を熱心に当時のネオ化を行っていた。まあ、これは事実ですよね。1990年代からイスラエルロビーとウォール街のユダヤ系金融業者は対イラン戦争を実現するために毎日巨額の資金を政治家に送っていたと。イスラエルロビーがこういうことやってたのは確かに事実ですよ。でもユダヤ系金融業者ってイスラエルロビーと別の存在なんですか？親って、まあ怪しくなってくるんですけど、ね、ネタニヤフ首相はこのようなイランのね、要人の暗殺にも大満足であった。それはそうですね、事実ですね。ウォール街のユダヤ系金融業者は、トランプの娘婿のジャレット・クシュナーと組は大喜びである。しかし本校を書いている時点でトランプ自身がどこまで対イラン戦争を、待ち望んでいるのか不明だという、まあ、だから、ネタニヤフとかイスラエルロビーの連中がイランをですね貶めたりするためにアメリカでいろいろ暗躍していたのは事実ですよ。それは事実だし、彼らのやってることが悪いのも事実ですけど、ウォール街のユダヤ系金融業者っていうのをこれなんか固定単語のように固有名詞のように使うのってまずいですよね。これハユダヤ主義ですよ。だからユダヤ系陰謀論ですよね、いわゆる。だから金のあるユダヤ系の人たちがそういったですね、悪のアメリカ帝国に協力してですね、悪いことをしまくっているのだという、
こういうユダヤ系陰謀論的な見方っていうのは、ミア・シャイマーも言ってるんだけど、ユダヤ系陰謀論者とシオニズムで露骨なシオニストである、神谷宗平さんが、だからガザの話だとね、神谷さんとミア・シャイマーって真逆の見解のはずなんですけれども、こう協力し合ってるっていうのが、マガ派の人たちの特徴なのかなと思います。はい。そう国際ユダヤ人ってね典型的な言い方なんですよね。ユダヤ人陰謀論者の人たちを、要は、国際ユダヤ人のね金持ちがなんとやらかんたらと言って LGBTQ の思想を広めようとしているみたいなことを言う人たちがいるわけ、一連の人たちがいるわけですよ。でその人たちとミア・シャイマーはね、どちらかというと確かにそのガザ・パレスチナ問題ではパレスチナ側に寄った見解を言ってるから、必ずしもね一致してるわけじゃないんだけど、緩やかに連帯しているということですよね。はい。ね、そういったね、マガな神谷宗平さんの姿がやっぱよくわかるなと思うんですが、最近ですね、中国に関しても神谷宗平さん全然物を言わないじゃないかと批判が一部でありまして、これ7月のコメントなんですけど、ナザレンコ・アンドリー氏によれば、参政党神谷宗平代表の石破総理の中国との外交官の距離はうまいと感じています。台湾有事に巻き込まれるのが一番国益にかないません。アジア版 NATO に中国を入れていくのは良い手でしょうというありえないポストが消されたそうだ。松田学氏ほか人材豊富な党なので、選挙後新体制への達表を望むぞという、なんか門田隆翔さんが神谷宗平さんを批判するという、なんかあんまり見られない構図があるんですけど、トランプ大統領就任までの微妙な時期です。中国との緊張関係を高めるべきではないと考えての投稿でした。合わせてその説明もしましたが、そこは切り取られて拡散されますので削除しました。私は中国との外交は厳しくやるべきですが、軍事衝突はすべきではないと考えております。だから台湾のことなんてどうでもいいんですよという、はい、マガですね。これが実際トランプに近い見解ですよ。高市支持者の人たちは勘違いしてるんですけど、トランプさんはそこまで台湾に入れ込んでいないので、中国との緊張関係を高めるぐらいだったら、習近平とはディール対象だからうまくやって、ですね、日本とかに対してははしごを外すっていう方向に今動いているわけですよね。はい。いや本当に何度聞いても LGBT 思想とか理解を拒みますよね。思想じゃねえからってジェンダーイデオロギーもないし、 LGBTQ もユダヤだったりマルクス主義だったり陰謀論内での扱いもコロコロ変わりますよね。そうですね、マルクス主義ユダヤ人陰謀論みたいなね、なんかガッチャンコされてるのものも目に入るんですけどそもそもネタリヤフがコミュニストだったら事件ですわそんなわけねえだろうがという話でしかないですね。はい。でこれ北海道新聞がスクープで報じたんですが、中国軍機のレーダー照射1週間、日中米駆け引き続く、中国米のレッドライン模索、日本米以外の同志国とも連携探る、米は対立から距離を置くということで、トランプがですね、先月なんか高市に対して電話したの皆さん覚えてます？もしかして高市さん結構強く注意されたんじゃないかみたいなことを言ってたんですけど、木原官房長官がね、そんなことはない、そんなことはない、そんなことはないって必死で否定してたんですよね。ところがですね、台湾有事をめぐる11月の高市早苗首相の米軍などへの武力行使があれば存立危機事態になり得るという国会答弁を米国が苛立たせた。米中がうまくやろうとしているのに邪魔をしないでくれと、政府関係者によると、トランプ氏は11月末の日米首脳会談で首相に対し厳しい口調で釘を刺したと言われます。官邸筋は首相は会談後かなり落ち込んでいたとめっちゃへこんでるじゃないですか高市さん同情の余地はないんですけどね。そりゃね、トランプのそういう、だから習近平とうまくやっていこう路線をですね、露骨に邪魔するようなことを言ったんだから、そりゃ反対されますよねという話で、この発言自体がですね、やっぱり何の根回しもなく、高市さんの独自の官僚答弁をね勝手に修正してたっていうのも辻元清美さんという人が暴いて明らかになってるんですけど、やっぱり勝手な発言であって、アメリカの同意を得たものではなかったということが改めて明らかになったのではないかなと思います。共産主義がと言っている人がほぼ本来の意味を理解してないのもすごい
まあ、人権を考慮しなくていいという思想からしたら何でも相対化されますよっていうですね。いやだからそのトランプとその中国って人権を無視したり、そうやってそのなんて言うんですか、国際協調を無視するっていうところでは一致してるんですよね、利害が。だからその中国から利益を得るためにですね、そういった問題にはですね、口を出さないとか距離を置くっていうようなことを意図的にやってるんですよ。そこって神谷とも多分共通した見解なんですよ。だから神谷トランプはですね、ある程度一致してるんですけど、高市さんは一致してないんですよね、微妙に。はい。カルト合同トランプ支持デモは幸福の科学サンチュクチュアリと法輪功があったと。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。だからその辺の人たちとはやっぱり高市政権というか高市さん自身の思想って微妙にずれてるんですよね。高市さんはいわゆるネトウヨ的な思想に近いと思うから、でも神谷さんはマガなんですよ。もう完全にアメリカ人のね、発想で、言ってらっしゃる日本人だけど、だからですね、中国ともある程度そうやってその取引相手としてやっていこうという、感じなわけですね。トランプの手を焼いての高市さん逆にすごい。いや、逆にすごいですよね。本当に怒られてたんだってちょっとびっくりしましたけどね。はい。まあこれいろんなところで報じられてたので知ってた方はいると思うんですけどですね、一応重要な点なので取り上げておきました。あとこれはね、ほとんど取り上げてる人いないと思うんですが、最近アメリカが中国に対抗するために74億円の重要鉱物精錬所の、作成を、韓国に対して支援したということです。で、これ一見ね、何の関係もないニュースに見えるんですけど、韓国亜鉛というですね、世界最大の亜鉛精錬所が、アメリカの支援を受けて、ですね、重要鉱物を、生成するというですね、いわゆるレアメタルですよね、とか希少金属、などのですね、今中国がディールに持ち出していると言われているものの、精錬をですね、支援するという、動きが見られます。この意味でもね、やっぱり中国からそういったものをね、輸出されなくなると困るので、トランプ様的には、あんまり中国との仲をですね、冷やしまくるのは良くないという発想なんだと思われますけど、もう一つ重要なラインは、ウクライナですよね。これ、5月のニュースなんですけど、アメリカとウクライナは鉱物支援協定に署名、共同投資基金を設立へということで、ウクライナとですね、戦争後どうするかという話で、同国の天然資源に関する協定を4月に締結してます。米財務省はこの協定がウクライナの戦後の復興支援を支援するなどと言っているんですが、トランプの狙いはですね、要はウクライナに対する圧力と、金なんですよ。だから、助けてほしいんだろうと。ロシアから助けてほしいんだったら、俺の言うことを聞いて、重要鉱物とかをね、うちに安く売れよというですね、半ば脅迫なんですよね。だからウクライナの人たちはすごく嫌がってるんですけど、トランプ的には、これで協力のラインが見えてくりますよね。ロシアと協力、なんでロシアに甘いのか。ロシアに協力することによってウクライナに圧力をかけることができる。ミア・シャイマーのような人もね、だから、そういう思想なわけですけど、ウクライナに圧力をかけると鉱物が安く手に入るわけですよ。で、中国と仲良くしてると、やっぱり鉱物が安く手に入るわけですよ。だからアメリカ的にはね、その方が得なんですよね。ですので、神谷宗平様の偉大なですね、見解はですね、高市早苗さんより正しいということが、改めて明らかになったのではないかと思います。いや、そもそもトランプが間違ってるんですけどね。はい。ということで、カズさん、ひもぐまさん、ナミさん、江戸川ポーさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いや、神谷さん、本当にアメリカのスパイの可能性あると思いますよ。ここまでね、トランプと一致してんのね、ちょっとびっくりしましたよね。高市さんより一致度が高いですからね。本当ね、これ官房長官が堂々と嘘言ってたことになりますから、マジでやばいと思いますよ。木原さんだけでもクビにした方がいいですよ。多分アメリカからものすごいあいつ嘘つきだっていう風にもう思われてると思うし、トランプもそもそも嘘つきだから、お前に言われたくねえという感じではあるんだけれどそもそもね、だから同盟国に対して、しかもアメリカに対して嘘をついたっていうのは大きいと思うので、高市さんは助かりたかったらね、自分辞めたくないんだったら木原だけでもクビにした方がいいと思います。
こんばんは。木原官房長官が嘘ついてた件ですね。大本営発表すら疑ってかからなければいけない情勢になりました。高市トランプに怒られしょんぼり。いやだからですね、そう、こうやってだからアメリカからも中国からもね、はしごを外され、中国と一人で日本がで対立することになると、もう電力とか環境とかあらゆる問題でね、影響が出てきますよね。だから韓国はうまいことやるかもしれないけど、もはや日本は見捨てられてしまうのではないかという懸念が出てきますよね。そう、地上げ屋なんですよ、トランプって。基本的にこうやっていろんな国に同盟国であろうとなんだろうと圧力をかけて自分が得することしか考えてない人たちだから、ね、神谷さんはね、日本の利益じゃなくてアメリカの利益のために動いてますよね、これは。アメリカはいつでも平和を口にしながら自国の利益のことしか考えてないですね。ボンボさん、コンカラスです。ゴブリンさんもコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そう、ジュンチェさんも言ってましたけどね、受け売りもあるんですけど、ごめんなさい。アメリカ外交の伝統のモンロー主義にだんだん近づいてますよね。右翼動画のコメントでも台湾に介入すべきじゃないと言ってる右翼らしき書き込みはいくつか見たことがあります。日本で独立運動起きたら自衛隊派遣でするでしょうとか言ってる人もいます。ね、なんか台湾に関する意見でもね、いわゆるネトウヨ系の人たちが割れていますよね。私は台湾支持なので、なんていうか、微妙な立場にはなってしまったんですけど、左翼側から連帯しようって言ってる人あんまりいないのでね、だから軍事的手段でなく台湾海峡の平和を守るっていうことが一番大事だと思ってるんですけど、そのような意見はですね、なんか少数派になってしまいましたよね。そしてリアタイで東アジア諸国からの信頼を失いつつあると。そう。だからそこが一番問題ですよね。だから本当に台湾のことを支援したいんだったら東アジアと連帯してなんとかね、アメリカ、中国の勝手に対抗していくしかないのに、もうやられたい放題ですからね。で、自分でですね、ボコボコにされるネタを作りに行ったわけじゃないですか。もう、この政権早くなんとかしてほしいっていう感じでしかないんですけど、そんな感じなのでね、神谷さんは、支持率が減ってるけど、やっぱりトランプ親便のね、意向に従ってる自信があるので、自信満々なのではないかと思います。新型コロナ検証委員会設立法案を提出しました。mRNA ワクチンの検証を突起したこと、内閣の所管に設置したこと、期間の限定をしなかったことあたりが他党との違いとなります。私が座長と務める参政党の新型コロナ mRNA ワクチンの、第2回が、開催されました。果実の第1回は反ワクチンの立場から反枠の立場から村上康文先生がその有害性を論証するプレゼンをいたしましたが、当 PT は客観的で公平的な科学的検証をする場であり、我々はレフェリーですと、ありますので、今回は逆にワクチンを推進した側である厚労省から話を聞きましたが、やはり厚労省はですね、ろくな回答をしませんでしたと。おかしいじゃないですかというようなことを言ってるんですけど、村上さんという人はですね、このような主張をしていると。レプリコンワクチン開始で日本人は外国人から排除される。安倍氏はイベルメクチンを推進しているために暗殺された。欧米はすでにワクチンを接種してない。ワクチンを打ってないからハイチのコロナ被害は極めて少ない。最終接種から数ヶ月以内に死亡は集中するのでワクチンには強い属性があるはずだ。コロナワクチンに効果はなかったというこんなゴリゴリの反ワクチン主義者をお呼びしたんですかというですねちょっとびっくりするし、反ワクって普通に使ってるのもほんとびっくりなんですけれども、松田さんと神谷さんってこういう思想の人なので、ただこれもこれでね、トランプ政権って、ロバート・ケネディ・ジュニアというですね、人を雇って、厚労省で、実際本当反ワクチン側に、政策を寄せてきていると言って、反 WTO みたいなこともですね、WHO みたいなことも平然と言い出しているので、やっぱりマガの思想にですね、忠実なのは参政党の方じゃないかと思います。またね、東洋の大嫌いな民主党政権の方が反中国政策許容してくれるよっていうね、立憲民主党では高派の人多いですからね、なんだかんだ言って。反枠の立場、陰謀論者からの立場、昔から参政党はそう、こういう政党なんですよ。だから陰謀主義の反ワクチン政党ですからね、全く変わってないですからね。はい。反枠の人が自ら反枠っていうのも珍しい。それでいいのか、自称、君たちの自称はって感じですよね。はい。そのですね、反薬物政策が、極まっているといえば、トランプ氏ですね。はい。違法フェンタニルは大量破壊兵器だという大統領に令に署名したそうです。違法フェンタニルが大量破壊兵器っていう。
さすがにこれ見出し目を疑ったんですけど、アメリカのトランプ大統領は乱用が社会問題になっている鎮痛剤のフェンタニルに関して過剰摂取により多くの人々が死亡し麻薬組織の資金源になっているとして違法なものについては大量破壊兵器に指定すると、大統領令に署名したそうでございます。大量破壊兵器ってそういうもんでしたっけ？確かに違法薬物の問題が深刻なのは分かりますよ。深刻なのは分かりますけれども、はい、トランプ政権は今カリブ海などで麻薬密輸船だとする船舶を、攻撃してですね、人々を虐殺するなどしているんですよ。で、そしてそれをしているのは、中米のベネズエラという国なんですけども、アメリカメディアは今回の指定により、ベネズエラには大量破壊兵器があると、いう主張をですね、アメリカがするのではないかということで、戦々恐々としているそうです。はい。いや、まさかフェンタニルは大量破壊兵器だと言い出すとは私も正直思わなかったです。笑い事じゃないんですけれども。いやー、イラク戦争の完全な再現ですね。だから、あいつは大量破壊兵器を持っているというイチャモンをつけてですね、ベネズエラを軍事攻撃することを正当化しようとしているのではないかと思います。はい。そんな薬物とかワクチンの方がね、核兵器よりも重大だみたいな世界観はどこから来るんですかね。はい。大量破壊兵器とはイラクになかった大量破壊兵器をでっち上げた時はありますね。いやー、だからイラク戦争の再来ですよね、これは本当に。まずいですよ。だからイラク戦争の大量破壊兵器も完全なでっち上げでしたからね。結局イラクの石油利権が欲しかっただけなんですよ、彼らは。ベネズエラも一緒ですよね。ベネズエラ大統領が確かに反米で独裁者なのは事実ですけれども、それはそれとしてそのベネズエラの石油利権が欲しいだけだというふうに言われているんですよ。だから本当ね、これをやってしまったらイラク戦争の再現になりますよね。はい。世界最大の核保有国が何を言っているのかもうね、だからこのなんでしょうね、わけのわからない価値観が実にマガという感じなんですけれども、マガの世界観に忠実になるとやっぱりワクチンもですね、フェンタニルも大量破壊兵器ということになってしまうんでしょうね。大量破壊兵器がないならあるものを大量破壊兵器にすればいいじゃないかというこんな人間をノーベル平和賞に推薦すると言ったのは高市さんですね。はい、よかったですね、お叱りになられて本当にあなた間違ってること分かったでしょって本当にですね。もう何でもかんでもテロだ大量破壊兵器だと因縁つければやりたい放題ですからね。もう本当にオタクが一体どれだけ核兵器を持っているのかと聞きたい。病院に勤めていた時普通にフェンタニル扱ってましたけど、これが大量破壊兵器なんですからね。いや、そういう感覚ですよね。だって医療従事者の方は普通に使ってるじゃないですか。何が大量破壊兵器で、お前が保有してるのが大量破壊兵器だろうがという、話でしかないんですけどね。はい。最後にですね、そんな感じでマガの思想に忠実な参政党様でございますけども、ちゃんとグローバリズム批判もしてるよということですね。最後に言いたいんですが、一応討論にて参政党激推しです。神谷宗平さん、企業団体献金は全面廃止だ。そもそも政党交付金が支給されているし、ますますグローバル企業が増大するばかりではないかと。なんですが、先月のですね、報道で Google 広告支出で参政党が14倍になったそうです。各党 SNS 戦略に注力。総務省が28日に公表した2024年の政治資金収支報告書では、YouTube などを運用する米 Google の日本法人 Google 合同会社に前年比14倍の3700万円を広告宣伝費として支出した参政党の、動きが目立ったと。ネットを利用した政治活動に力を注ぐ各党の姿勢が伺えると。いうことで、反グローバリズムを標榜しながら Google の売り上げには全力で貢献する参政党とかいうギャグ集団なんですけれども、でも矛盾はしてないんですよ、彼らの中ではおそらく。マガだから、ロシアに味方する、中国にもある程度味方する、そしてアメリカのね、Google には投資すると。でも、反グローバリズムだというですね。だから彼らの言ってる反グローバリズムっていうのは、あくまでも民主主義的価値観であるとか、欧州的な価値観に対する批判でしかないんですよね。だから、そうでないものに対しては投資すると。Google から金もらってる私が言うことでも
もないかもしれないんですけれどもですね、まあこういった異様な、価値観というかが支配しているのが、まあマガトランプの世界だということですよね。はい。アメリカのことだって伏せて、こういう大量破壊兵器もらってる国があるんですよってトランプの吹き込んだらどうなるんだろうどうなるんでしょうね。プーチンとか言ってみてほしいですね。グローバル企業に金積んどるやないかい。比較三原則を守れって著名をスレッズで拡散したらクソリップがついてきました。Google もすっかり邪悪側になってしまいましたね。バンカーバストやモアブは大量破壊兵器ではないという。いや、それがそもそも欺瞞ですからね。アメリカほど大量破壊兵器をね、所持している国はないじゃないですか。アメリカほど大量破壊兵器を所持している国はないにもかかわらず、他国に対してはね、大量破壊兵器がどうかったといい、で、まあ中国やね、ロシアに対しては対抗するみたいなポーズをとってるけど、自分に都合が悪かったらね、戦争に反対さえしないという、戦争を使って利用してですね、圧力をかけては自分のディールを成立させようとするのがアメリカで、まあ、そのアメリカにですね、ひたすら付き従おうとしてるのが、まあ、参政党の神谷宗平さんなわけですね。まあこういう政党はですね、まあ日本の国益に反するので、あんまり国益って言い方好きじゃないけれども、滅んだ方がいいと思います。はい。ということで、参政党の話でございました。まあ早速ですね、だいぶうんざりしてきたと思うんですけれども、そう、アメリカの兵器が一番人を殺してますからね、その事実は認めていただきたいところですよね。はい。ですね、まあ、参政党の話、これで以上なんですが、もう終わってしまった。ですね、まあ、アメリカの暗躍はですね、まだまだ止まらないので、内外の話など、国際情勢の話など、ちょっとしていきたいと思います。中国の副国連大使は、15日に開かれた国際平和などについて協議する安全保障理事会の会合で、台湾有事をめぐる高市総理の発言について、アジアや世界の平和に深刻なリスクをもたらすなどと主張しました。また、日本が台湾問題に軍事介入する可能性を示唆したなどとして言語道断だと非難し、改めて日本側に発言の撤回を求めました。これに対し日本の山崎国連大使は、根拠のない発言で遺憾だと反論し、台湾問題は対話を通じて平和的に解決されることを期待するという一貫した立場だと改めて強調しました。その後も中国側がさらに批判し、日本側が再び反論するなど非難の応酬となりました。はい、ということで、まあ、高市発言をめぐり、中国はもう国連安保理で、撤回要求をするようになってます。安全保障理事会の会合で台湾有事をめぐる高市早苗政権の、発言について改めて撤回を求めました。日本側が反論し、このように非難の応酬になったということですが、まあ、中国のこうした動きっていうのはもう露骨だと思うんですけど、やっぱり国際社会の同意を取りたいということだと思います。まあ、台湾有事の話にしろ何にしろそうだけれども、やっぱり中国が勝手に暴走してやったっていう風に言われるとまずいし、国際的な非難を浴びるので、中国にですね、ついていく味方する、まあ、国連のね、加盟国はたくさんあるわけですが、そういった国々に対して日本はこんなに悪いことをしてるよっていう風なアピールをして、まあ、自分のやってることを正当化したいというですね、中国が全てもちろん正しいとは私は思ってないですけれども、こういうね、根回しをですね、着々とやられているということだと思います。はい。そうですね。アメリカ大好きなのは日本の伝統的な右翼っぽいですよね。だから、唐沢さんにお勧めされたハイエクの私生児たちの動画を見たので、グローバリズムとナショナリズムは表裏一体というか、ほぼ同じだと捉えられることはなんとなく理解しました。そうなんですよね。だから、なんか神谷さんの言ってるグローバリズムっていうのが、結局はね、ナショナリズムの、裏表なんですよね。だから、Google とね、神谷さんが協力してるみたいなのは、まあ、表面上敵対し合ってるように見えても、実は一体の存在だっていうことですよね。はい。リバタリアニズムやネオリベラリズムは優生思想や社会ダーウィニズムに親和性があるという私の持論にも一致していましたということで、今回ちょっとリンクに出しませんでしたけども、検索してみてください。ゆっくり解説でとても分かりやすかったです。はい。そうですね。マレーやロスバートあたりの人脈とかにも触れられてましたね。で、まあ、
そんな感じの状況の中でですね、報道ステーション様が、内閣の支持率を調べてくださったんですけれども、高市政権を支持するが 63% まで下落しました。はい。わからないが増えて、どちらかというと、支持しないも増えているんですけれども、だから微妙に下落傾向程度で、63% もまだあるのかよといううんざりした気持ちではあるんですけど、だいぶ安倍政権の時のね、59% ぐらいだったかな、支持率に近づいてきてるのかなと思います。で、支持する理由としては、高市総理の人柄が信頼できるから、政策に期待が持てるからというのが、60% 近くを占めておりまして、この人たちはなかなかね、説得するの難しいのかなという感じもするんですけれども、先ほど見たように参政党はですね、やはりこちらの調査でも下落して支持率は 3.3% 程度まで落ちてます。で、ここにですね、注目すべきはですね、中国に対する政府の対応ですね。いわゆる台湾有事をめぐる高市総理の発言に、これまでの政府の対応を評価しますかと、評価するが 57% になってまして、これは依然として高い数字なんですけど、今後の日中関係、あなたは今後の中国との関係に不安を感じますか、不安を感じませんか、4つの中から1つ選んでくださいと。これとても感じるが 24%、 ある程度感じるが 42%、 あまり感じないが 21% なんですね。だからとても感じるとある程度感じるを合わせると高市政権の支持率を超えてるんですよ。いや高市さんを支持するのやめなさいよあなたたちっていう感じなんですけれども。だから日中がですね、非常にだから仲が悪くなって日中関係に対して極めて不安定な要素が大きいと感じている人たちが多いっていうのは、多いにもかかわらず高市政権がなぜか支持されているという状況なので、これはマスコミの責任も非常に大きいんじゃないかと思います。高市さんが首相になったことでこうなってますからね。分かってますかっていう感じですね。はい。下落といってもまだまだ高いのがな、一番信頼できないお人柄だと思うんですけど、高市のどのあたりの人柄がいいのか教えてください。それでも 63% で高市に何を期待してるんだよ。だから中国との関係が不安定化しても構わないというのはならわかるんですよ。でもそうじゃないわけですよね。日中関係にすごく不安を感じているにもかかわらず高市政権を支持するってのはどういうことなんですか？よくわからないですよね。はい。中国は権威主義的で独裁的な体制であって民主的な体制の一つの中国になればいいと思ってます。民主的になるのがもちろん一番いいと思いますよ、私も。それはね、別に、私中国絶対打倒派ではないので、それはね、そうだと思いますし、人民主権のね、本当に民主的な国になってくれるのが一番いいと思います。アクエリアスヨツさん、ここからです。ありがとうございます。それはね、全く反対しないですし、ちょっとこれから言うんですけど、中国の人民の方々と中国共産党政府は絶対に分けて考えなきゃダメです。それはね、差別につながるので、そこはね、ちゃんと分けて考えなきゃいけないと思います。キッズさん、こんからすです。人柄って何って。本当人柄ってなんだよって。高市さんのお人柄のおかげで中国と仲悪くなってんだけど、どういうことなんだよって。それでも高市を支持するっていうのはどういうことなんですかね。不安を感じるって、だから中国を叩きたいと、だからちゃんと外交してほしいの、どっちでもいい。なるほど。質問が悪いってことなんですかね。だから中国を叩きたいっていう人たちが、高市さんを支持しつつ、中国に関して不安を感じてるっていうことなのか。でも中国との関係悪化したら経済的にすでに大ダメージ受けてますし、勝てると思ってんのかっていう話ですよね。だから先ほども言ったように、日本が中国相手に立ち回るんだったら絶対にトランプの資源が必要なんですよ。私はトランプ嫌いですけど、だけど、マガたるですね、神谷宗平さんはちゃんと分かってるけど、高市さんは何も分かってないわけですよね。勝てるわけないじゃんね。トランプ親瓶がはしご外してんのに勝てるわけないでしょっていう話ですよね。人柄頑張ってる感じがするところって何でもそうか、それでも自民党以外はダメだしっていう魔法の呪いの言葉がここで出てくるのかというですね。支持政党だからっていう、なんでしょうね。理由は 7% しかないはずなんですけどね。他の内閣よりマシそうだからは 22% あるんですよね。これは確かに結構でかい勢力なのかなとは思います。
どちらの立場でもから考えても大丈夫じゃないから設問にあまり意味がないと思いますと、そこは報道ステーションの調査の仕方が悪いかもしれないですね。はい。不支持と回答した人の 15% は高市さんの人柄は信用できないと答えてます。で、自民党を支持できないが 17%、政策に期待できないからが 19%、大臣の顔ぶれが良くないが 10% などなど、理由はいろいろ割れてますね。はい。人柄な本当に。人柄ってなんだよって感じしますけどね。その高市さんのお人柄がよく現れているのが中国軍機のレーダー照射をめぐる議論なんですけど、だんだん中国の側に中国というか日本側の旗色が悪くなっています。訓練は6時間継続と日本側に通報したはずであると。中国軍機による自衛隊機のレーダー照射をめぐってですね、いろいろ中国を批判している人が多いんですけれども、30分間もレーダーを照射したから大変なことだと、これは挑発でしかないというふうに小泉さんが主張してたんですよ。でも証拠がないんで、我々としてはどうだったのかな、中国機もやっちまったのかなという、どちらのね、正直私小泉嫌いですけど、だからといって中国が必ずしも正しいとは言えないかなという、慎重な態度をとっていたんですけど、ここに来て中国国防省が訓練はおよそ6時間継続しますよと、あなた方に通報しましたよねと、訓練を行う時間や場所の経緯などはね、通報してないみたいなこと言ってたけど、6時間継続してここでやるよって通報してたよねと、主張し始めました。これが事実だとすると小泉さんまた嘘ついてたってことなの。だから本当にこれから訓練を開始するっていう録音もこれ公開されたんですけれども、通知以外は何もしてないっていうようなことを言ってたんですよ。だから現場でのそういった英語による中国の軍隊から日本軍って事実上そうなってるけど自衛隊に対する訓練を行うですね、これから訓練を行うぞみたいな通知しかなかった。アイコピー了解したというやり取りはあったんですけれども、訓練を行う時間や場所の経緯と意図など具体的な情報は何も知らされてなかったんだというね、詳しい情報は軍事機密だから言わないだろうし、だから訓練はおよそ6時間継続するってちゃんと言ってただろうっていうことですね。これは後出しでまた言われてるし、しかも、飛行訓練は、空母の南の区域で行うと、アバウトなことは伝えてたはずですよっていうですね、ことをまた言われてしまってるわけなんですね。いやー、どんどん我が国の旗色が悪くなってますね。どうすればいいんでしょうね。本当に。もう小泉をやめさせてほしいですね。なんかもうどうしようもならないですよね。全員か高市大学全員総辞職すべきだと思うんですけれども、正直もう政府の言ってることが信用できないじゃないですか。こうもコロコロ変えられると。だから別にね、中国側が嘘ついてその発言を翻してんじゃなくて、こっちの発言がどんどん翻ってるわけだから、もうわかんないですよね。いやだから自民党の責任ですよ。裏金議員ばっかりだし、結局ね、小泉ね、高市も木原全員こうですからね。だからどこを何言ってんのか信用できないっていうですね。内閣支持率アンケートの選択項目が変だと思います。後からどんどんボロが出てくるし、高市嘘つき内閣ですよね。ネット右翼の書き込み見てたら、もはや台湾や存立危機事態と関係なしに自衛隊単独で改正するしかないみたいなことの感じ。だからそんなことしたら日本が滅亡しますよっていうことをなんで言ったらわかるんですかね。ただですね、そうした私のようなですね、左翼に対して有村大先生がこのようなことをおっしゃってます。中国の認知戦に負けてはならないと、自民党有村総務会長有事答弁めぐりということで、中国の認知戦を仕掛けられていると、答弁が原因で日中関係が崩れたというのは中国の主張であり、認知戦に負けてはならない、全く事実に基づかないプロパガンダを平気で垂れ流しているお国柄である、世論を分断させた意図を見抜かなければならないのだと指摘されているんですけど、これに対して、安倍の下でですね、日中外交を取り仕切った外交官のタルキさんというもう引退されてるんですけれども、方が、日本が米中から真っ先に切り捨てられる理由、前中国大使が戦略なき日本外交を痛烈批判というキャリアジャパンに、コメントを寄せられております。だからなんで私が安倍政権にいたようなやつの引用しなきゃいけないのっていう感じなんですけど、この人もさっきの有村さんと同じなんですよ。だから中国共産党は一切信用できず、体制側に都合の悪いニュースも流さないし、一切信用してはいけないっていう思想の人なんですよ。思想の人なんですけど、
これは非常に重要なことですが、中国の一般人と日本中国共産党は分けて考えなければいけません。14億の人間がいて、中国本土、台湾、香港と区切ってもそれぞれが一枚岩ではありません。それでも日中は歴史的文化系的に多くの共通点を持っており、お互いに影響し合い助け合ってきたことが事実です。僕自身個人的に親しくしている中国人は、たくさんいるのですと。だけど中国共産党に関しては違うので、感情ではなく戦略的に対応する必要がありますと。で、高市答弁の内容は私は正しいと思います。でもそれをああいう場でしてはいけません。あのような発言がなされたのは高市首相の中に戦略的思考がないためです。日本が外交をする上で中国との関係は必ず考えなくてはなりません。中国共産党と対峙するのか、安定的な関係性を管理するのかという点です。この見極めがないまま総理に就任してしまったから、あのような言葉が出たのだと思います。安倍晋三首相は高市首相と政治思想や手法はほぼ同じでありながら、戦略の有無については決定的な違いがありました。安倍首相は就任後すぐ訪中し、中国側を引き寄せた一方で、退任後の2021年には台湾有事は日本有事と言っています。彼は総理大臣としてすべき言動を戦略的に分別していましたが、高市首相はそうではありません。そういったことは準備段階から学ばなければいけないことで、総理になってから勉強してるようじゃ遅いんですよと。なんで私が、だから左翼の私がその安倍首相のお付きだったよ、付きだったっていうか、2020年からこの人外交官になってるから、正確にはね、菅、政権とか、岸田政権とのつながりも深いんですけど、でも安倍さん大好きなんですよ、この人。だから安倍首相はね、素晴らしかった、偉かったよ。ちゃんとね、中国に対して戦略的に対応してたけど、高市さんは全然できてないよっていう。だからもう、こういう指摘が右翼側から出てる時点で終わってますよね。というですね。小泉はわざわざ夜中に会見開いていきり散らかしてましたし、自衛隊にありがとうとか言っていて正直気持ち悪い。いや、ほんと気持ち悪いですよね、あいつ。だんだんほんとネット右翼化してると思いますね。これでも高市支持者には中国が高市さんをいじめてるっていう風に見えるのかなと。もういっそ改戦してしまえみたいな動きが、有村春子、それは自己紹介がよくできてるなっていうですね。だから高市さんたちが言って僕全然説得力ないんですよね。あなたたちでしょ、認知戦みたいなこと仕掛けてきてんのはっていう。で、また帽子幼鳥みたいなこと言ってほざいてるわけですよね。だけど、たるきさんはもうそんなのね、一刀両断にして、中国にはたくさんの人たちがいるんだと。個人としては仲良くやらなければいけないんだよと。安倍晋三首相はすぐ訪中して中国にも配慮してたじゃないかと。だから戦略的に外交してたのに、高市さんは全然できてないよねという。そもそも日本にはね、戦略的思考というものがね、欠けているというところまで踏み込んで説教しているんですけれども。だから石破もそうだけども、内部からもこういうね、非常に厳しい批判が来ているのに全部無視して、なんかネトウヨ全振り政策みたいなことをやっているのがね、そもそもどうしようもないなと思いますね。はい。認知戦、記憶では苫米地秀人がトランプは認知戦の天才だと言ってる。だから陰謀論者もよく使う手法です。よく使う言葉ですからね。確かに外交プロパガンダ戦とかのことを認知戦って言うんですけど、産経新聞が好きそうな言葉ではありますよね。もうだから本当ね、安倍派の人とか、安倍派とかで、岸田に近いような思想の人たちからもケチョンケチョンに言われてるしね。もうダメだろう、この政権っていうですね。もうこれこそ高市さんの人柄のなせる技なんですよ。やっぱりね、ネトウヨ的な思想の人だってことバレてたから、すごく中国からもだから警戒されてたし、嫌われていたから、多分こういうことになってるんですよね。だから高市さんを未だに支持してる人はその事実を認めていただきたいなといい加減思うんですけど。だから私みたいな左翼はともかくさ、たるきさんみたいなさ、明らかに右派、反中強硬派の人からもここまで言われるって終わってるでしょ。って思いますけどね。中国は中国で、たるきさんに関しては、無責任な発言を繰り返してると言って、日本のスパイだみたいなことを言っているそうです。はい。なんですが、で、またちょっと保守派の人の意見を取り上げたいんですけど、安田峰俊さんですね。ちょっと動画流します。嫌いな人は2分ぐらい飛ばしてください。範囲内なところはあるんですけれども、ただですね、ちょっと予測の範囲外というか、おいおいと思ったというのが、これをもうあえて具体的に言うんですけれども、例えば内田達さんが、環球時報という中国の新聞の取材を受け、でさらに、孫崎受さんが元外交官のですね、
孫崎受さんと、あと、中日新聞の元編集員の方ですかね、一応大学にも所属してらっしゃる方と、あと法政大学の、白鳥さんという方ですかね、が、チャイナデイリーに出てるというのがあるんですけど、私これは結構いかがなものかなと思ってまして、っていうのがいわゆる中国に融和的な発言をする、もしくは高市政権を批判するというのは全く日本は言論の自由がありますので、言っても構わないことです。はい、日本のメディアで言ってるのは構いませんし、なんならそれこそなんか中国語で文章を書いてネットで発表しても別に構わないんですよ。全然構わないんだけれども、環球時報とかチャイナデイリーの取材を受けるっていうのは根本的に違う何かのはずですよね。環球時報っていうのはいわゆる人民日報の傘下の新聞で、人民日報は中国共産党中央の機関紙なわけですよ。でチャイナデイリーっていうのも中国共産党のと中央宣伝部の管轄下の新聞、英字新聞なんですけどね。でありますので、要はバリバリプロパガンダ紙なんですよね。中国の新聞は全部プロパガンダだとかいうレベルの話ではない、もうプロパガンダの超王道の王道の本当なんですけど、なんで受けるんですかね。そうなんですよね。そういったリベラル系の知識人の方々について、私が最も今疑問に思っているのは、本来一番基本的人権だったりとか、自由とか、あるいは表現に関しても自由についてもものすごく大事にする価値観を持っているはずなんだけれども、そういうプロパガンダをやってですね、いろんな影響力行使をしようとしたりとか、あるいは世論社会を扇動しようとするっていうのは、本来こういう個人を大事にしようという価値観と本来そぐわないはずなんですけど、そういうはい。ということで、私はあまり好きではない、割と霊障系な安田峰俊さんという、保守派、反中国的なですね、見解の強い人と、劉さんですね、台湾人の方です。知識人と称される人たちが中国のプロパガンダメディアに危機として出ていることについて私は疑問を呈しました。日中友好を訴えたいとか、高市政権を批判したいという気持ちは理解できます。思いや考えを訴えるべきですが、独立性のないメディアに出る問題点を踏まえて主張する方法はよく考える必要があると思います。ということで、劉さんに関してはですね、先日荻上チキさんのセッションにも出られまして、台湾有事をめぐり何が起きているのかと、高市総理の存立危機事態発言で日中関係悪化ということで、前原志保さんという専門家の方と一緒にコメントされていて、非常にこれ面白かったので、興味ある方はですね YouTube でぜひチェックしてみてください。高市の存立危機事態発言で戦略とか以前に、いきなりぶっ込んだからですよね。全く戦略的な発言ではないし、だから台湾の人たちにとっても迷惑だということなんですよ、本質的に。本質的に迷惑だし、ただだからといって、中国のプロパガンダに乗るのもそれはそれでおかしいという話ですよね。はい。完全にダメ出しされてるし、高市やめろってスレッズに書くと中国人めってクソリップがつくぞ。でも高市見てたら安倍晋三がマシリ見えてくるのは事実ですよね。そうなんですよね。はい。だからですね、安田さんみたいな人もですね、高市とは距離を取りつつ、こういったことを主張してるっていうことですね。で、チャイナデイリーに関しては本当にやばくて、中国のイスラム教徒について2019年の発言記事なんですけれども、政府の介入によって利益を得る従順で依存的な中国国民などと書いた上に、ですね、彼女たちがウイグル人女性の心から解放され、もはや子作りマシーンとしてではないみたいなですね、って何？イスラム教徒の人はなんかそういうでですね、子作りマシーンみたいに扱われているっていう主張をしてるのっていうことなんですけれども、中国共産党の意向を受けた、主張をしてるということなんで、ウイグル人の人たちに対してこのように書いてるのはですね、不思議でも何でもないですよね。はい。なんで安倍晋三を褒めなきゃいけないんだよ。いや、本当ですよね。嫌になりますよね。はい。ちなみに内田さんなんですけれども、自分のブログでですね、インタビューを受けた理由について述べられております。はい。内田さんのファンの方とかもね、ちょっといると思うのでね、ちょっと申し訳ないんですけど、環球時報は中国共産党の機関紙であります。そこに高市失言の、発言撤回と謝罪と辞任を求める日本人として寄稿することにはベネフィットとリスクがあります。ベネフィットは中国の相当数の読者に日中の関係正常化と東アジアの平和を謳う私の意見を直接伝えることができるということである。リスクは中国共産党の日本批判のウェポンとして利用されるかもしれないということ、そして日本国内のネトウヨたちから中国のスパイとして罵倒されることであるという、ことなんですけど内田先生のお気持ちはわかりますよ。お気持ちはわかりますけれども、自分だけじゃないですよね。中国のスパイって攻撃をされて疑われてるのって私たちリベラル派全員の問題じゃないですか。だからそんなのは違うって、そんなね、だから中国共産党の主張をそのまま受けてるわけじゃないと、言っているわけですよね。こういうだから政治的なパフォーマンスとしての意味っていうのをチャイナデイリーに書くっていうのはそういうことだと思うんですけど、とか環球時報に書くってそういうことだと思うんですけど、全然理解されてないんじゃないかなと。そう、リスクがちょっと大きすぎますよね。で、
これに関してですね、内田先生が前にある共産党員の手紙という、ですね、タイトルでブログを書いていたことが過去にあるんですけれども、ですね、松竹信之さんの行動が党規約に照らして違法であるから取り上げるに値しないという判断は十分に政治的ではないと僕は思います。ある行動がどういうふうに現実に影響を及ぼすかについて資料することの方が、この行動が合意的公的か違法かを議論することに優先するというのが政治的であるということの一つの形だと思いからですと。まあ全くその通りですよね。はい、その通りだと思いますので、内田さんはですね松竹さんを支持するのはまあ個人の思想の自由でございますけれども、環球時報とかに書くのはやめていただきたいですね強力なエフェクトをやっぱりもたらしていると思うんですよね。だからまあ正直安田さんみたいな右寄りの人から見たらですね、日本のリベラル派の知識人の代表である内田達がなんか環球時報に書いてるっていう風に言うわけじゃないですか。正直とばっちりですよねいやそれは内田さんの判断であって、我々全員の共通見解ではないっていう感じだと思うんですけれどね。はい、だからね、正直だから内輪で揉めてる場合じゃないんですけれども、なんかここまんまと本当中国とかですね、アメリカの戦略に踊らされてるんじゃないかなというふうに私は思います。ですね。まあ安倍晋三も高市早苗はどちらも最低の首相ですけどね、まあ最低の理由がちょっと違うっていうだけですよね。はい。はい。ということね。まあ我々もちょっと他山の石にしなきゃいけないかなと思っております。で、ちょっとですね、中国と直接関係ないんですけど、日本の、内部の政治的な、動きについてちょっと取り上げてこの子を終わりにしたいと思うんですが、まあ維新に高市政権が連立を組んでらっしゃる日本維新の会に関してなんかとんでもないスキャンダルが飛び出しました。信頼の根拠として悪用されている可能性がある自民党府議が国宝逃れの不正に維新議員の関与疑惑を指摘、ネットは事実なら大爆弾と騒然ということで、まあこれね、10日に発表されて大騒ぎになっているので、もう知ってる人が多いと思うので詳しくは省略しますけれども、12月10日に大阪府議会で自民党の人なんですけど、自民党の浦部相馬さんという議会議員が国民健康保険料をめぐり維新の会の人たちが脱法行為をしてるんじゃないかという疑惑がですね、女性自身に報じられたんですよ。まあそういう質問をしたんですね。で、フリーランス社会保険と検索すると出てくるというある広告の画面を表示し、通常個人事業主や企業に所属さない方や国会議員は、国民健康保険に加入していますが、この広告にあるように一定の所得以上の方が最低額の社会保険に加入してその費用を抑えるという手口があると。まあこれね、基本的このサイトでですね、詳しく説明されているので興味のある人は全部読んでいただきたいんですけど、まあ社保逃れですね、いわゆる適当な一般社団法人、実態のない社団法人を設立し、国会議員の人たちがそこに理事として所属することで、社会保険料だったらその給与に合わせてその社団法人と折半になるから安く済むわけですよ。社団法人からの給料、まあ年間1万円とかだったら、まあその分の社会保険料しか支払わないで社会保険に加入できるわけですよね。でも国会議員になとして普通に国民健康保険料を払ってしまうと10万円とか払わなきゃいけないので、まあ大変な節税になるということですね。はい。社団法人を勝手に設立し、そこから極端に低い役員報酬を受け取ることで社会保険料を劇的に圧縮している疑惑があると。まあこれをね、維新の会の人たちが何人も600人ぐらいですねやってるのではないかというとんでもねえ疑惑がまあ浮上しております。はい。ですね。ケイトさんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね、行動の結果に関してはね、認識しなきゃいけないと思いますね、リベラル派の人たちもね。内田先生もったいないですよね。なんか確かにそのネット力の攻撃に忖度するのは必要ないと思います。それは必要ないと思いますけれども、もうちょっと考えてよっていう風に思いますけどね。はい。そう、社保逃れですね。もう突っ込みどころだらけの内閣だな。いいな、身を切る改革。めちゃめちゃ維新って感じの不祥事で。ちなみに600っていう数字はですね、憶測のレベルで、先にこれ言っちゃうか。私ですね、だから風邪で寝込んでる時に、いやでも日本のジャーナリズムの人たちが頑張って維新のこの不正を暴いてくれるはずだって烏丸
ラジオで言わなくてもいいだろうぐらいの気持ちでなってたんですよ。だってすごい問題じゃないですか。そんなペーパーカンパニー設立してさ、社会保険料を国会議員が逃れるとかありえないでしょ。まあでもですね、現在の、これは AI 君に出してもらったんですけど、全国メディアでの報道状況を見ますと、朝日新聞報道せず、毎日新聞報道せず、読売、日経、産経、NHK、日テレ、TBS、テレ朝、富士、テレ東、報道確認できず、ということで、まあライブドアニュース、まあ、女性自身からの、孫引きでライブドアニュースとかですね、ヤフーニュースとかが一部に、まあ、報道しているだけでございまして、まあ、今証拠がないからね、赤畑さんとかもちょっと今調べてるらしいんですけど、報道してないという報道しろよ、これ大問題でしょ。なんで報道しない？まあちゃんとだからニュースサイトの人たちがですね、取り上げてくれれば、オールドメディアの人たちがきちんとね、ファクトチェックして取り上げてくれれば、その推測とかね、憶測とか交えてね、言わなくてもいいかなと思ったんですけど、いやー、まさか何も言わない、報道しない自由を行使されるとは思いませんでしたね。秋山さん、おやすみなさいませ。ありがとうございます。うわー、いつものことだ。イスラム教を教義ごと否定して禁書まで主張しているネトウヨはもうウイグルの言う資格ないです。あ、それはそうですね。だからそのチャイナデイリーとか環球時報とかのね、こういったね差別的な報道を批判するんだったら、その国内でのイスラム教徒差別やめてほしいですよね。はい。体調を崩している時に触れて以上ではないですね。いや、本当に具合悪くなりましたね、なんか。日本の伝統芸、テーハーがそんなに怖いのかという。いや、まあ、証拠がないのかもしれないですけど、いや、結局赤旗頼らなきゃいけないのかという、本当に。まあ、赤旗さんはね、多分報道すると思います。今調べてるそうなんで、はい。辰巳幸太郎さんとか言及してたんですけど、今ね、昨日かな、一昨日かな、言及して、まあ、今調べてる最中ですと言ってたので、まあ、おそらく報道が行われるだろうと思うのですが、いやいやいや、何この状況はってなのでですね、国民民主党の人間からですね、引かなきゃいけなくなるんですけども、いや、いい加減にしてくれという感じなんですが、今問題となっている国民健康保険や国民年金に関する社保料逃れがこれほど大きな理由になっている、明確は明確です。当該スキームを開発し、組織的に悪用してきた主体が皮肉にも社会保険料を下げる改革を掲げていた日本維新の会の議員なんだからです。にもかかわらず維新と連携しながら社会保険料引き下げを実現する会を率い、結果として落選した音喜多氏が自分は知らない、知らなかった、他党にもいるのではないか、社会保険一般は広まっているのではないかといった弁明を繰り返すのではない話になりません。そうした姿勢こそが有権者の支持を得られなかった理由ではないでしょうか。有権者は政治家の本質をよく見ています。日本維新の会として組織的に何を行ってきたのか、具体的に誰が関与してきたのか、なぜ党として把握していなかったのかと徹底的に調査し、その結果を公表した上で再発防止策を講じるべきですと。社会保険料を下げるなら維新だというですねそういう意味かよっていう、まあなんかダブルミーニングというか、その意味が伝わって意味が分かると怖いポスターみたいになってくるんですけど、社会保険料を下げるっていうのは我々のね負担を軽減するっていう意味じゃなくて、社保料を違法に逃れる、脱法的に逃れるための、手段を提供してくれるっていうことだったんですかね、維新の会はだからなんで足立康さんのコメントを私が取り上げなきゃいけないんだよっていう話ですよね。ちなみに社会保険料を逃れるスキームは関西維新だけではなく東京維新の会でも取り扱われていたそうです。本年7月の参院選直後、維新都連の全体 LINE グループに社会保険料をマイクロ法人を使って抑えるスキームを売りますという趣旨の投稿がなされています。そこにはなぜか音喜多俊氏も入っていたそうで、知らなかった嘘である可能性があります。いずれにせよ日本維新の会におかれましては徹底した党内調査をし公表していただかなくてはならないと思いますということで、まあ元維新でね、維新の会に恨みのある足立さんなんですけどなんで私が足立康さんを好意的に取り上げなきゃいけないんだという、何回も言って申し訳ないけど全く私が一度も好意を抱いたことがない人なんですけれども、まあこういう人しか追求してないということですね。はい。いやほんと二度と不正受給がどうとか言わないでほしいですね。何言ってんだこいつらって、お前らが脱法集団だろうという。
いやでも本当致命傷だと思いますよ。何百人っていう単位でねそういうことやってる議員さん、まあ市議会議員のレベル、市議会議員だったらそうかならないかな、市議会議員とかのレベルからまあ国会議員とかね、なんだっけ、吉村さんとかは知事とかで公務員なんで、公務員の人は使えないスキームなんで当たり前ですけどね、公務員さんは公務員さんで入る保険があるから使えないスキームなんで関係ないと思われるんですけど、まあ、吉村さんもまともに答弁できないわけですよね。なんかうにゃ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 みたいなわけわかんない答弁をしてたのは見た人もいると思うんですけど、いやほんとさもしいですよね。こんなことしてたくせになんか人に対してその税金がどうとかって言ってたと思うと本当なんか怒りが湧いてきますよね。自分の身を切って政界から消えろという本当に。いや国民民主っていうかね、足立さんがだから対維新に対してはまともになるんですよこの人昔から。伏線を張るのがうまいですね。小説家になったらどうでしょうか。参院選のコピーとして社会保険料を下げるは大々的にやっていましたけど、こういう意味だと思いませんよね国民党としてはまあ与党入りとして裏切られたという、まあその気持ちはあると思いますね。はい。音喜多さんは動画も作ったりしてましたから、本当悪質ですよね。梅村みずほの後任で法務委員会にいた音喜多俊な、梅村みずほさんに拍手してたのも音喜多俊さんですね。いやでもこの国のやつだからマスコミが追及しなかったら致命傷にならないんですよ結局はもう総力を挙げてね、いやほんと潰した方がいいと思いますよ。はい。普通にね共産党は存在すべきではないみたいなことを維新の会の人たち言ってましたけれどもね、お前らだからっていうもう反社会勢力でしょう。ですね。しいたけさん、コカラスです。維新の切る身は他人の身ですね。まあ、そうなんですよね。だからずっとそれ言われてるんですけどね。はい。まあ、ただ維新のね、皆さんがこのようなですね、脱法行為をやっていたと言われている、まあ、確認できてないんで、ぜひともですね、メディアの人は裏取りしてください、今すぐに。はい。明日以降報道することを期待します。なんですが、産経新聞さんがですね、このような報道をしております。わずか9平方メートル、都心に近い極小アパートが若者に人気。狭くても住めば都ということで、なんか写真を出してんのちょっとえぐいなって思うんですけど、産経さんわざとやってますよね、これ。東京都の家賃上昇が若者の家探しにじわじわと影響を与えている。じわじわと影響を与えている。都心の職場近くに住みたいが家賃は低く抑えたい。相反するニーズを満たす物件として極小アパートが人気を集めている。狭くても住めば都であるという。なんかその維新の国会議員の皆さんとかがそういう脱法的スキームで、まあ国民健康保険料を払わないってことは他の人たちの国保料が上がったりしてるっていうことじゃないですか。そうやってね、納めるべきものを納めてない裏で若い人たちがですね、こういう家に住んでるというだから住めば都じゃないでしょ、これは牢獄ですよリビングわずか3畳ですよ。で、まあ、入居率が 99% になっているということで、今の単身向け賃貸住宅家賃なんですけれども、このような、ペースで上がっているそうです。2023年を 2.7 とすると、24年に10ぐらいまで上がり、今は 16.1 倍。こんなペースで上がられたら、そりゃ誰も入居できないでしょう。まあ、だからね、シェアハウスを行ったりとか、まあ、築30年のアパートに入ったりとか、まあ、東京以外のところに住んだりとか、まあ、いろいろね、工夫されてるみたいなんですけれども、まあ、このね、都心のバブルをですね、止めないというのは、政治の責任ではないかなと思いますけどね。はい。こんな部屋しか借りられないんですよ。すべてを若者に人気で乗り切ろうとするのやめてくださいって。人気ってお金なくて苦しいからでしょう。政治の問題です。住めば都、個人情報さもしい。国民に金を積ませろよ。なぜかこの手の製品を打ち出すような記事、周期的に出てきますよね。具のないおむすび、ふりかけに次ぐ若者に人気のムーブメント。需要はあるんだろうが、本当に人気なのか。旧ソ連のフルシチョク界よりも日本の住宅ひどいのではないか。社会問題を美談に仕立て上げないでほしいです。ニューヨークみたいになるでしょって思ってます。こういうのは意外と橋本徹、足立康が突っ込んでますね。はい。外国籍の人は保険料滞納で在留資格が取り上げられるかもしれないのに、維新は何やってるのかと。どうしてこうお金がないことをもっと健やかに豊かになろうではなくつつましやかに暮らそうというメッセージを出すのか、麻生くんの移植分ぐらいでも手取りが上がれば変わるのにと。
やはり不動産と土地の私有が根源的不平等の起源ですね。はい。まあ、なぜ動乱マムダニさんが勝ったのかというですね、この背景がまあ見えますよね。日本も同じになりつつあるということだと思います。だから暮らしたくったってね、暮らせる場所がないんだから、それはね、社民主義を支持する若者が増えるでしょう。このような状況を放置していたらね、当たり前の話ですよね。はい。で、それに対して超富裕層の人たちが何を言ってるかなんですけど、今回増税対象にある超富裕層年間所得6億円以上は2000人ぐらいとのことなので、その人たちが国に何らかのサービスを提供することでさらに稼いでもらってさらに納税してもらえばいいと思うんだけど、どうだろうか。とりあえず富裕層2000人を迎賓館にでも集めて懇親館的なパーティーでを使用 しましょう。そこでいろんな意見を出そうだし面白そう。もちろん参加費を出します。はい、集めて意見を出し合った結果はこれですね。ということでですね。もういい加減にしろよというですね。まあ日本に限った話じゃないけど、この手のネオビリベ金持ちのだから社会貢献に対するですね、解像度の低さにはうんざりきますね。はい、ちなみにこのネタがわからない人のために説明しますけれども、これはエプスタインという人の私有とリトルセントジェームス島の航空写真でございます。同島は投資家ジェフリー・エプスタインさんが所有し、未成年者への性的虐待が司法で認定された場所であり、ビル・クリントン元大統領やドナルド・トランプが訪れたことで知られております。言っとくけど、クリントンの名誉にために言っときますけど、さすがにですね、性的虐待には関与してないのではないかと言われておりますが、まあ、陰謀論者の人たちはですね、大騒ぎしてる、とこではありますね。はい。まあ、金持ちが集まってもできるのは、まあ、こういうものだということですよ。イノベーションは生まれません。はい。エプスタイン島が生まれるだけですので、やめてください。はい。こんなの見せられると私マジで生きられなくなっちゃいますというですね。いやー、本当にね。なんでトランプに捜査が及ばないですか？いや、トランプにはね、捜査及んでるというか、いろんな人がね、調査はしてますよ。ただ残念ながら、性暴力に関してはトランプは加担してないというふうに言われてるので、それはね、陰謀説の類だと思います。そこはちょっと注意しなきゃいけないですね。はい。ただ、エプスタインって性犯罪者だったんで、そのこと知ってただろうとは思いますけどね。知らないわけないでしょ。そんな親しくしてたのに。だからクリントンにせよね、トランプにせよですね、エプスタインが性犯罪者だと知ってて、付き合っていた金持ち同士でね、だから仲良くパーティーとかやってたんじゃないんですかということは言われてますよね。はい。エプスタインファイルが今後ね、どんどん公開されるのか、また別のね、犯罪者とかが出てくるのかっていうところはね、捜査の、今後の進展を待たなきゃいけないところですけど、はい。ですね。まあということでですね、金持ちが集まってもろくなことはしないということで、内憂外患の話でございました。はい、ちょっとお水飲ませてください。ちょっとこの後ですね、レイシストの人たちの話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、失礼しました。ということでですね、前澤さんもこの最近の本性の露呈ぶりひどいですよね。まあもともとああいう人なんですけどね本当にひどいよね。はい、ということで日本の内外にはびこっているレイシストどもの話をしたいと思います。ちょっと差別的な表現が出てくるのでご注意ください。先日朝鮮学校の前まで来られて子供たちが怖い思いをしました。やめていただけないかとポストしたところブロックされていたようです。そして今日また朝鮮学校の前まで来たという投稿をされており、とても恐怖を感じております。こちらの方は適切な学校運営がされていない可能性があるという可能性の話をされていますが、あなたは朝鮮学校の前まで来て子供たちに襲いかかる可能性がありますが逮捕されないのでしょうか。言ってることが支離滅裂です。子供たちが怖がっているので学校の前まで来るのをやめてくれませんでしょうか。ブロックされているのでどなたか使えてくれませんでしょうか。皆様よろしくお願いいたしますということで、はい。まあ以前取り上げた後藤武というレイシストなんですけども、まあ朝鮮学校無償化に反対してですね、わざわざこんな感じで朝鮮学校の前でポーズを取りに来たそうです。いやー、あなたいい加減捕まりなさいよってYouTube バンされてですよ。だからこの人 YouTube バンされるレベルのレイシストなんですよ。まあいろいろやったことはね、検索すれば出てきますけど、
中国系の人たちを追い回したりとかですね、その犯罪まがいの行為をやっていたんですよね。だから警察にも注目されていて、ただ依然として、X とかで活動を続けてるんですよね。なのでですね、子供たちが迷惑してるのでですね、ぜひとも警察に出頭していただきたいなと思います。警察のインターネットホットラインに通報しました。ありがとうございます。いや、ヘイトクライムですよね。やってること。これ怖すぎますよね。もう在特会ですよ。だからこういうね、旧在特会的なことをやってる人たちも活性化してる状況なんですけど、その原因の一つはですね、はい、河合祐介ですね。11日の夜10時頃、河合が YouTuber を引き連れて西川口とわらびを徘徊し、ハッピーケバブというお店でインタビューと称して挑発をし、トラブルが発生した模様です。警察介入案件となっています。河合祐介はわざわざトラブルを起こし、憎悪に火をつけて回っています。くだらない承認欲求のためです。こんな奴のためにどうして川口わらびが破壊されなくてはいけないのでしょうか。川口に長年住んでてこんなひどいことはない。河合祐介のせいで川口わらびはめちゃくちゃにされました。何がトラブル中なのか、自分でガソリン撒いて火つけて回ってるようなものだろうということでですね、当然のこれ見解だと思います。だからクルドの人たちがやってることで有名なハッピーケバブっていうお店があるんですけど、わざわざその業務妨害に行ったっていうことですよね。なんでこれ逮捕されないんでしょうね。いや、私河合祐介ついに逮捕されたのかなと思ったんですけれども、逮捕されなかったらしくてですね、ちょっとびっくりしております。ちょっと甘すぎませんかね。だって商売してる方なんですからね、威力業務妨害ですよね、これって思うんですけどね。不審者ですよね、不審者だし威力業務妨害だと思いますよ。で、ハッピーケバブのマスターの方なんですけど、昨夜職場において差別的で侮辱的な対応を受け、深い悲しみと強い精神的苦痛を感じました。一部の外国人 YouTuber、日本人 YouTuber、そして政治関係者による無責任な言動は私たちの店に深刻な経済的、政治的損害を与え、私たちを大きく傷つけました。歴史を見れば明らかなように、かつてのドイツ帝国やイギリス帝国、さらにアメリカ合衆国による中東アジア、ラテンアメリカ、そして北米海中先住民社会への介入は、侵略、強制移住、文化破壊、資源搾取、クーデター支援、大量虐殺など世界の記憶に深く刻まれた重大人権侵害でした。その結果として生まれた紛争、貧困、社会的混乱、そして大規模な難民化は今日に至るまで世界各地に深い影響を残しています。これほどの歴史的事実が存在するにもかかわらず、未だに差別的言動や植民地主義的発想、優越意識を再生産する行為は倫理的にも人道的にも断じて容認できません。国際社会がこのような姿勢を明確に拒絶し、平等と尊厳に基づく新たな価値観を築くことが今こそ必要とされています。そしてこの困難な状況の中で私たちを支え励ましてくださった日本の皆様、友人の皆様に心より感謝申し上げます。皆様の温かいご支援は私たちにとって何よりの力でございましたと。いや、これなんでしょうね、政治家というか日本国首相がすべきコメントだと思うんですけど、はい、このね、ケバブのクルド人マスターの方のコメントなんですけれどもね、全くの批判の余地のない完璧な正論ですよね。当たり前の話ですよね。だからその人種差別とか暴力とかがどのような、結果を生み出してきたっていうのはもう歴史的に明らかなのであって、こういうことをする人たちはですね、何一つ社会的に有効なことをしてないというか、害をもたらしているだけだというのはですね、当然のことじゃないかと思います。はい。そう、河合祐介が治安を乱してるんですから、奴を逮捕すべきですよね。本当に。いい加減にせえよという話ですよね。戸田市議会は何をやってるのか、迷惑行使法で違反ですよね。ヘイトクライムに本当甘いですよね。ハッピーケバブって災害の時に料理を、提供してくださったお店です。その通りです。で、メタノイア、以前、紹介しました、認定 NPO 法人のですね、クルドの子供たちとかを支援している山田さんという方なんですけど、クルドの方が経営するハッピーケバブが動画撮影者らに襲われたという情報です。ハッピーケバブは能登半島地震の時の一番に駆けつけ、栄養ある食事を被災者に振る舞っていました。事故の利益を貪り差別に明け暮れる輩は、このクルドの方々の爪の赤を煎じて飲むべきですね。はい。全くその通りだと思います。能登半島地震の時ですね、真っ先に駆けつけてくれて、こうやってボランティアで活動してくれたのが、このね、クルドの方々だったんですよ。はい。ちなみに神谷宗平はシンガポールに旅行に行ってました。はい。警察内のレイシズムが読み取れそう。で、やっぱり差別ですよね、本当にね。河合祐介逮捕しないで、クルドの人たちも悪いみたいなこと言ってんだったら差別ですよ。完全に。はい。
ハッピーケバブの人たちは支援してましたね。わらび済みではないです。河合祐介よりはるかにですね、人の役に立ってるし、日本社会を助けてくれてる人たちですからね、何言ってんケツ観念という感じですよね。だから当事者の方にここまでちゃんと完璧なステートメントを出させなきゃいけないっていうのが情けないですよね。はい。だからそんなこと言わなくても、日本の支援者がどーっと集まらなきゃいけないと思うんですけれども、本当ね、政府の人間が言うべき言葉なんですけどね。もちろんね、人の役に立たなくてもいいんですよ。役に立たなくても、そこに住む権利はあるし、ごめんなさいね。そこはね、役に立つか立たないかという問題ではないんですけれども、それにしてもですね、ちょっとひどすぎますよね。はい。だから、能登半島地震の時、お前ら何してたっていう話ですよね。維新のですね、石川県知事、名前も忘れたけど、あいつはですね、東京行ってね、普通に正月過ごしてたし、岸田は寝てたし、神谷宗平は海外に行ってたわけですよね。お前らええ加減にせよっていう話ですよね。はい。だから山田さんとかね、クルドの人たちにね、ずっとクソリップしてるネトウヨの人たちとかもいい加減にしてほしいですよね。本当日本人として恥ずかしいですね。はい。ハッピーケアブが能登地震の支援に行ったことについてネトウヨは仮放免者が県境を越えたから入管法違反だとかほざいていました。すごいな。そこに注目するんだ。そもそも仮放免の人がメンバーにいたかどうかもわかんないじゃん。意味わからないな。仮放免の人言ってない気がしますけどね。あとですね、中国の系の方々に対するヘイトクライムもちょっと心配されるところなんですけど、このツイートがバズっていたのでちょっと紹介したいと思います。バイト先でヘイトスピーチをする人がいたから支部員さんのルーツを話したら〇〇さんは日本人として認識してるから大丈夫ですよと言われて驚いたのだ。大丈夫かどうかを判断するのはお前じゃない。日本人だと思っているから大丈夫ですよと言われたのに驚いて、その瞬間は違和感程度だったから軽い気持ちでツイートしたけど、その後によく考えてみたら頼んでもみないので勝手に承認を受ける立場で言われたことに悔しくて引用を見てその感情が強くなってきて頭の中でぐるぐるしている。だって〇〇さんは日本のわびさびとかも理解できてるんですよね。だから日本人ですよと言われました。そういえばその時に日本にずっと住んでるのにハーフのアイデンティティあるんですか本当にと疑われたんだ。なんでアイデンティティをお前がジャッジするんだよという。マイノリティの方あるあるなんでしょうけど、これ差別ですからね。どう考えてもこれ差別発言ですからね。日本人として認識してるから大丈夫ですよとか、大丈夫かどうか判断するのはお前じゃないしっていう、そもそもそれ以前に、中国系の人たちに対しておそらくヘイトスピーチをしてたやつが、バイト先にいたということなんですけど、だからね、こういう人が日本中で増えてるのがね、本当に社会問題だと思うし、高市政権である限りはこういうことが続いてしまうのかなと思うと、一刻も早くですね、自民党政権を倒さなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。はい。そうですね、政治家にとっては役に立つことは大事、人で役に立つこと大事ですよ。それが仕事ですからね。はい。差別は大抵悪意のない人がするですね。もう差別も差別で、ド直球の差別ですからね。はい。勝手に名誉日本人扱いするなという話ですよね。差別は大抵悪意のない人がする。みんな本当読んだ方がいいですよ。こういう発言が差別だって分かってない人多すぎますからね。はい。これぞなんかね、スーパーマジョリティ仕草だし、他人のアイデンティティを疑うっていうのはね、トランスジェンダーの人たちに対するヘイトスピーチとかでもね、ずっと言われてることですよね。その日本人もわびさびについて何を知ってるんだよって本当ですよね。お茶会でなんか言われたとかだったらまだわからない。まだ1億を譲ってわからなくて、文脈はわからなくもないけどね、そういう話じゃないみたいですからね、まだのバイト先ですよね。何を言ってんだなっていう話なんですけど、はい。ただですね、すいません、露骨なヘイト表現が出るので要注意なんですが、このようなですね、日本国内の凶悪なヘイトスピーカーの人たちがなんか外国人の人たちに怒っています。それはどんな相手なんでしょうか。はい、なんかまたね、差別なんでしょうか。はい、違いますね。はい。アジア人を揶揄したミスフィンランド、サラ・ジャフチェ氏の称号が剥奪されました。人種差別ジェスチャーの写真が拡散されたミスフィンランドのサラ・ジャフチェ氏の、ミスフィンランド称号が11日をもって剥奪されたそうです。自業自得ですね。アジア人を揶揄する釣り目のジェスチャーをこのようにですね、インスタなんかどっかで発表してしまいまして、中華料理というコメントをついて発表したそうです。
そりゃ言われるだろうという話なんですけれども、さらに取材したというフィンランドの大衆紙は、12月1日のウェブ記事で頭痛でこめかみ周辺を揉んでいたなどとなんかすごい言い訳をしてたということを報じたんですけど、どう考えても違うだろうって、これ差別ジェスチャーだろうっていう、アジア人差別ですよねと、いうことでですね、ミスフィンランド公式インスタグラムは人種差別や差別的行為を一切容認しないということで彼女の称号を剥奪したということです。まあここまでだったらね、さすがミスフィンランドということで対応として間違ったことしてないと思うんですが、ややこしいことにですね、これを支持する政治家どもが現れました。政治家の釣り目投稿問題で中日フィンランド大使館が声明、人種差別が依然として問題ということで、中日フィンランド大使館は15日ミスフィンランドに選ばれた女性の釣り目のジェスチャーに見える画像が拡散され、そのですね、に乗っかってアジア人を揶揄するジェスチャーをした、フィンランド人政治家ユホ・エーロラという人が現れまして、その人に乗っかっていろんなフィンランド人の人たちが、この釣り目ジェスチャーを投稿して、こんなの大したことねえだろ、イエーイってアジア人どもがみたいな煽りをしまくるという現象が起こりました。はい、SNS の球団キャンペーンを非難するといった、このような声明とともにですね、こうやって悔しかったらなんか言ってみろみたいな感じでですね、めちゃめちゃアジア人を煽りまくるという、フィンランド政治家たちが現れたということです。これに関してはですね、フィンランド政治家による差別表現に抗議しアジア人差別の実態調査を改善を求める署名というのが、もう1万5000筆集まってるんで概要欄には書かなかったんですけど、投稿したい方はぜひともですね、署名して拡散してください。はい。ですね。104さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。日本人だけがバカにされたわけではないですからね、東洋さん。そしてフィンランドの極右でも本当ふざけんなよっていうですね。だからね、これで自分の醜さをね、認識し直してほしいと思うんですけどね。だからね、東洋の人たちがやってるのってこういう行為ですからね。こめかみはこんなところにはない。ミスフィンランドなのに心は醜かった。左翼はこれを取り上げないのかと X で見かけたので、いや、取り上げてるでしょ。私の周りの人みんな取り上げてるけどね。だからすぐそういうこと言いますよね。左翼はこれにはだんまりかみたいなことを言いますし、フィンランドなんで、要は北欧の国々なのでですね、社民主義を攻撃する文脈で結構取り上げてるネット右翼の人たちがいるんですけど、とんでもねえ話ですよね。これから説明しますけど、だからあなたたちが人種差別をやってるでしょって、普段やってる行為をやり返されただけなんだから、ね、本来騒ぐ資格がないですよね。私は全ての差別に反対してるので、当然こういう差別主義者はね、フィンランド人だろうがアメリカ人だろうが批判しますけど、当たり前の話ですよね。はい。そうだからね、外国人差別をやめろという話なんですよ。表現の自由戦士ならポリコレに汚染されてない良い表現とかね。だから本来そう言わなきゃおかしいよね。筋通ってないじゃないですか。はい。ダルビッシュ選手もやられたことあるんですね。ひどいな。いや、ほんとね、釣り目のジェスチャーはね、ほんと論外ですよね。レイシストのろくでもなさグローバルだなというやっぱズレワさん、コンカラスです。純粋に疑問なんですけど、このジェスチャー何が面白いんでしょうね。いや、わかんないですよね。レイシストの考えることはわからない。はい。ナザレンコ・アンドリーを上品にしたような感じの人たち。そうか、グリエルって人にやられてたんだ。ありがとうございます。こいつの家をこれにしておきたい。ツイッターでも言ったけど、本当に日本人怒ってる。怒ってる人は怒ってますよ。でも、ネトウヨの人たちも相当混じってます。はい。この1万5000筆も集まってるのはすごいことだと思いますが、リベラル左派が中心かというと、そんなことはないですね。なんかネトウヨの人たちが侮辱されてめっちゃキレてるんですよ。フィンランドは所詮なんか白人ポリコレなんて言ってるけど、嘘つきだみたいなことを言ってるんですけどね。お前らどの口がって感じですよね。普段だってこういう差別行為をしてるのは、中国人の人たち相手に差別行為してるのはネトウヨの人たちじゃないですか。だからネトウヨの人たちがね、差別してることをね、フィンランド人がやっただけなのにね、何切れてんですかって感じですよね。そう。でも差別は連鎖するから止めなきゃいけないですよね。だから左翼としては冷笑するんじゃなくて、こういうオンライン署名はもちろんするとして、差別は差別として批判するっていうのは当然だと思います。はい。そうなんですよ。今ちょうどコメントいただきましたけど、こいつらね、連立与党なんですよ。だから、フィンランドの与党だったら、もっとね、強く、いや、こんな政治家いるけどとんでもない話だって強く批判してくれそうじゃないですか。だけど、首相がちょっとね、みたいな、なんか吉村さんみたいになっちゃってるらしくて、
なんでそんな態度なんですかというと、先ほどのですね、釣り目政治家の、所属している党、フィンランド党がですね、今、フィンランドで大変な人気らしいんですね。フィンランド党、議席数200分の46、イデオロギー、右翼極右、イデオロギー、国家保守主義、右翼ポピュリズム、EU 会議主義、ついでに言うと、ですね、移民排斥、経済ナショナリズム、移民に反対、難民に反対、社会保守的価値観、フィンランド人のアイデンティティを最大限重視する、などなどですね参政党ですねだからフィンランドの参政党だし、あとノンバイナリーの否定、同性婚否定、同性養子縁組の否定などもしております。はい。フィンランド保守参政党みたいな感じなんですけど、こいつら46議席もあって連立与党なんですよ。だから、この人たちと連立してしまったがために、首相でさえこのフィンランド党に対して物が言えなくなってしまっているという。だからフィンランドのですね、そういったもう右翼に押されてみたいな苦しい政治状況があるらしいんですね。私もちょっとフィンランドそこまで右傾化してたの知らなかったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、いやー、やばいですね。だからドイツみたいな状況に多分なってるわけですよね。AFD とかフィンランド党みたいな人たちが存在感が増して、こういうことをやられても首相が文句言えないというちょっと状況になってしまってるわけですね。はい。ちなみにダルビッシュのその後の対応はさすが昔は苦手だったが本当は彼は大人になったと思うと。ちゃんと返してたんですね。フィンランド政府が対応すれば日本政府と大きな違いが出る。そう、そこチャンスなんですけどね。だからさすがフィンランド政府って言ってあげたいんだけど、なんかね首相がもごもごしてるからちょっと私も失望してますね。いやフィンランド党なんかと連立してたらダメでしょっていうですね。そうそれ見たことか反差別って欺瞞なんじゃないかみたいなことを言ってる、そうネトウヨの人たちいっぱいいるんですよ。でもそんなことじゃないってだから反差別規範がちゃんとフィンランドでさえ守れない状況になってきてるってことなんですよ。それを危険を感じてほしいですよね。そう与党がこんなことしたのはかなり深刻ですね。フィンランドでもデタラメ極右が人気ということですか。向こうの政党さんってなんか少数政党で連立を組むことが普通なんで、与党だからといってなんか日本の維新が自民党の与党であることとは重みがちょっと違うとは思うんですけど、でもね40議席はちょっと多いですよね。はい。フィンランドですら極右が人気なのか。そう考えると極右勢力を抑えて中道左派が伸びたオランダってすごいんだな。そうですね。オランダほんと逆転したからすごいですよね。だからフィンランド党はですね思想的にも社民主義ではないですね普通に資本主義党だと思いますよ。経済的には別になんかフィンランドの社民主義に大反対みたいなことは書いてなかったけど、より累進的な税制と福祉国会の支援を当初は約束していったものの、左翼党と対しては一線を画すみたいなことが書いてますね。はい。ですね。フィンランドのフィンランド党っていうことなんで、フィンランド人のためのフィンランド党みたいな、真のフィンランド人みたいなニュアンスらしいですね。いかにもありそうじゃないですか。日本人党ですよね。だから、日本で言うなら。ドイツで日本人女性をバカにした CM を批判してくれた韓国人を冷笑した現地の日本人がいましたね。そうだからそういう態度を続けてるからバカにされて時に文句言えなくなるんですよ。だから必ず差別には反対しなきゃダメですよね。習近平をプーさんに例えるのも東洋人差別の意味合いがある。そうなんだ。それ言っちゃダメだな。そしたらな、ごめんなさい。それ私ニュアンスはよく分かってなかったかもしんない。はい、ありがとうございます。今後使わないようにしておきます。日本も他人事じゃないし、人民がダメで維新もダメなら賛成になっても不思議じゃない。そうですね。高市さんが最後の最後にね、参政党にすがる可能性もゼロじゃないので、本当危険な状況だと思いますね。ドメキリオさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。フィンランドに住むアジア系の人々のことを思うと、日本に住む日本人がこの議員に抗議する際はいろいろ考えなきゃいけないことだらけだなと。そう、日本大和党みたいな感じっすよね。
でフィンランドに詳しい方がポストしてるんですけど、フィンランドは日本ではクリーンなイメージだが、実は他の民族に対しては慎重な姿勢で、国内政治では一定の譲歩をしつつもフィンランド以外の他の少数民族に迎合しない気質を持っている。そのためおそらくフィンランド人は少数派の立場に考えることは苦手であり、日本人同様にの性格があると考えられると。しかしながらフィンランドでは少数民族の権利は憲法レベルで明記されるなど、日本ではレベルが飛び抜けた政策も行っているが、しかしそれは戦略であり、フィンランドは歴史的にサーミ人やロマ人などを同化政策で追い勝ってきたことが日本では知られていない。サーミにはサーミ語などの伝統的な言葉使用や、伝統的な居住地域を認めなかったり、ロマの子供たちを親から引き剥がしてより真っ当な人間にしようという政策を行ったりしていた。その結果、サーミ諸語は衰退し、フィンランドのロマニ語のネイティブはほぼいなくなってしまった。サーミやロマ人などは言語の継承者を頑張って育てている状況だが、特にロマニ語は運用できない状態に厳しいと。これかなりね厳しいフィンランドに対してことを言っているんですけど、残念ながらですね、少数派民族に対して、冷徹なですね政策を強いてきたのは事実ですね。ただロマ人の方々に関しては母国語を尊重する教育をやってるっていうこと、流暢なフィンランド語、ロマニ語は地元のロマ人の3分の1は使えるっていうことで、ちょっとこの人はですね大げさに言ってると思います。だからそこまでロマ語の話者が少なくなったわけではないし、アイヌ語のようにですねネイティブの方がほとんどいないという状況ではないです。だから日本に比べたらねマシなんですよ、それでも。だけどそれでもやっぱりね、日本のアイヌの人たちとか琉球民族に対しての対応のようにですね、やはり冷たい態度を取ってきたというのは残念ながら事実ですね。はい。なのでフィンランドが北欧諸国といってもいろいろな国があるので、少数民族問題を抱えた国だっていうことはあまり日本では知られてないことなのかなと思います。大学同期がフィンランド史にめちゃくちゃ詳しいからいろいろ聞かなければと。そう、フィンランドでもね、残念ながら同化政策のそういう歴史があったっていうことですよね。そう、やっぱりアイヌ民族や琉球民族のね、日本における扱いと、近しいものがあるかもしれないですよね。はい。なので北欧だからなんか全部社民主義でリベラルで左翼っていうのとはちょっと違うという問題ですよね。はい。フィンランドの悪いとこを見ながら我が国のやばさを再実感するのは辛いだってフィンランドはなまじこういうことが起きても大騒ぎになってるし、ちゃんと大騒ぎになって、ミスフィンランドはね称号を剥奪されてますし、サーミ人ロマ人への差別は深刻だということでいろいろ対策をしたりしてるわけですからね。はい。福祉排外主義についてはですね、以前もちょっと紹介したことがあるので、福祉排外主義で検索するといろんな論文出てきますよ。はい。でもそのフィンランドよりはるかにやばいですからね、日本の方がね。笑いごっちゃないんだけどさ。非欧米人に対しては欧米人に負けず劣らず差別的なのに、一度日本人が差別の対象になったと見るや鬼の首を取ったようにその差別に対して文句を言い募り、我が国の伝統文化が嫌である。差別批判はそれとして徹底的にやればよいが、その基本は常にもって他山の意思とすべきだろうと。日本では少なくとも第一次大戦の頃ベルサイユ会議から人種主義批判やナショナリズムが帝国主義と結びついてきた伝統がある。この二重性を考えられることは今なお日本で考えることの意義であると思うという、この方ね非常に鋭い指摘をしてますね。要はアジア人として今回もそうですけれども、フィンランド人白人に対して我々が差別されている、偏見を持たれていると、それ事実ですよ。事実として指摘するんですけれども、その事実として指摘するっていうことはフィンランドに対して道徳的な優位性を発揮するっていうことでもあるわけですよね。だからナショナリストの日本人の人たちも、いやーいフィンランド人なんかリベラルぶりやがってみたいなことを言ってる人たちが、一部に湧いて出てきてるわけですけれども、ナショナリズムや帝国主義とですね、そういう人種主義っていうのが結びつきやすいっていうことは注意が必要だと思います。ね、我が国は河合祐介やヘズマ龍や、北村島田を処分できるのかという話であり、やらなければならないということなんですよね。だから本当はねそれをまずやらなければいけないんですけど、先ほどのねこういうことしてるやつらが日本国内にいるじゃないですか。こいつらをなんとかしなきゃいけないですよね。だからそれが筋というものなんですけど、日本国内の人たちはですねそういうことが全然できないので、あまりフィンランドにね国として偉そうなことを言う資格はないんじゃないかなと私は思います。で隣の芝は青いという話が最後に表記しておきたいんですが、これ向こうのなんかオルタナ右翼とかネトウヨの人が作った画像らしくて、上がジャパンと
2000年頃にはこのような状態だった。2010年にはロボットや AI が発展し、2020年の今となっては日本は平等な国だ。しかし我々はどうか。大量の移民難民を受け入れたが移民難民によってですねテロの危険にさらされているというですね、非常にこれ差別的な表現なんだけど、隣の芝は青いというかね、向こうのネトウヨの人たちってこういうことを妄想してんだろうなというのがよくわかる画像だったので、ちょっと最後に取り上げさせていただきましたが、このような現実はありませんよね。はい。だから北欧においても深刻なアジア人差別や、ロマ人差別などはあるし、日本においては全くこのような状況にはなってないわけですよね。人種差別も横行してるし、ですね、AI がこんなにAI 君がうまく動いて我々の生活を支えてくれてるかというと、そんなことはないわけじゃないですか。ひたすらね、貧困状態になってね、住む場所にも困り、わずか9平方メートルのところに住んでるわけですよね。だからね、やっぱりね、他人の国をやっぱり美化しすぎるのは良くないと私は思います。はい。なので、普遍的なですね、差別反対とかのテーゼを守るっていうことが大事なのかなと思います。まよよしさんおやすみなさいませ。ありがとうございました。日本にアパルトヘイトがあったか、あったかね。ヨーロッパで移民が増えたのは帝国主義の結果でもあります。そうですね。だから結果的に彼らの帝国主義が原因で、こういうことになっているんですけれども、だからといってね、日本には関係ないとか、その移民や難民の人たちを守らないっていうのはちょっと違うと思うので、やっぱり普遍的にですね、人権を守って差別に反対していくっていう思想を広めることが必要ですよね。世界言うこれが日本だ絶望バージョン。実際この逆ですからね。なんか AI に支配されてる老人も若者も苦しんでるみたいなそっちが実態ですよね。技術だけあれば全部解決できるなんて幻は捨てた方がいいよ。世界中の差別主義者が羨望の眼差しで見てる国ですよ、日本って。だから理想化されてるんでしょうね、向こうのオルタナ右翼の人たちにはね。それがよくわかる画像だなと思いました。日本のヘイト関連人材は圧倒的だ日本は日本でしっかり差別や貧困に対抗していかなければならないですね。はい。ということで、ですね、そろそろまとめに入りますので、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。隣の芝生は青いんですけれども、最後に民主的自由を守るために我々が何をしなきゃいけないかというところをまとめて話を終わりにしたいと思いますね。間違えた。はい、欧州各国がウクライナ多国籍軍創設などを含む共同声明を発表しました。ちょっとこれびっくりしたんですけど、ウクライナの和平をめぐりヨーロッパ各国の首脳がウクライナの停戦後の安全を保障するため有志連合の枠組みでヨーロッパが主導するウクライナ多国籍軍の創設に取り組むことなどを含む共同声明を発表しました。アメリカが無理やり和平をですね、ロシアに有利な形で実現しようとしてるんですけど、ゼレンスキー大統領はトランプの側近のウィトコフ大使などと協議を終えた後、15日のベルリンで記者会見を開き、停戦後の安全の保障に関してアメリカとの合意に向けた進展はあったとする一方、領土の扱いをめぐる問題では依然立場の隔たりがあるという認識を示しましたと。で、停戦後にどうやって安全を保障するのかという話なんですけど、ロシア、アメリカの圧力もあってですね、NATO に加盟するのを諦める方向で行こうと言ってるみたいです。ロイター通信によると、ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、北大西洋条約機構について、米国や欧州から NATO の集団防衛に近い形での安全の保障が提供されることを条件に断念する用意があると表明したと。ロシアの戦闘終結に向けた和平案をめぐり、米国が加盟の断念を要求していることを受け、妥協する姿勢を示したということで、賛否あると思うんですけど、私は正直結果的に良かったのではないかなという気がします。 NATO に入るということは結局ね、そのアメリカの軍需産業とかのね、都合のいいようにウクライナが今後も利用される可能性があります。だけどそうではなく、アメリカを抜きにしたですね、アメリカが抜きなところがポイントだと思うんですけど、欧州の多国籍軍によってウクライナの安全を保障すると。で、ロシアがこれ以上侵略行為とか戦争行為をしないように抑えて、防衛をして、守るということですね。その上で和平提案をするというのは、
まあベストではないかもしれないですけれども、今後もですねロシアが侵攻してくる危険が回避できない状況ではベターな提案なのかなというふうに思います。ただ一応言っておきますけど、私はね右翼じゃないので、だからといってドイツが大軍拡しようとしてたり徴兵しようとしてたりすること自体には反対です。あくまでも軍隊は軍隊としてちゃんと組織してねお金を出してやるべきだなと思います。はい。なんでアメリカがロシア側について圧力かけてるんですかね。いや本当ねそれはね神谷宗平さんに聞いてほしい宗平さんに聞いてほしい。まあアメリカとしてはですね、まあ結局だから中国、ロシア、アメリカによる大国による覇権、力による覇権っていうのをまあ安全保障のですね基礎に置きたいんじゃないかと私は思います。まあいろんな論者の人が言ってますけど、だからそれだとねウクライナのような小さな国はえらい目に遭うわけじゃないですか。希少鉱物をタダで提供させられたりとか、だからそうはさせないぞっていうふうに EU が団結してくれること自体はまあね彼らの中にもねいろんな思惑があるしね無条件で肯定したくはないですけれども、いいことではないかなと思いますね。こういう和平を当事者に徹底させる措置をパレスチナやその他の紛争地域でもできれば、いや本当ねパレスチナにこそ多国籍軍を送るべきなんですよ。 EU 聞いてますかその時点でなんでウクライナに送れるのにパレスチナに送られんだよという文句は言いたくなるんですけどね。欧州にとっては第二次世界大戦の教訓になるんですかねぐらいのポーランドにしないということなんですかね。そうですね、そこは第二次世界大戦の教訓をさすがに生かしていると思いますし、まあこのままではね戦後秩序が完全に破壊されるっていう危機感は共有してんじゃないかなと思います。そう1984の世界三分割的な世界観ですよね。超巨大大国に3つに分けると、まあ、ロシア、中国、アメリカの勢力圏に分けるっていうことですよね。冗談じゃないよってどの国も権威主義なんだけどっていう。だから民主主義を守るためにはですねやっぱり EU であるとかその独立した民主主義国家を守らなきゃいけないっていうことですよね。まあそのためにはですね私は軍備増強には基本反対ですけれども、まあ多国籍軍を新たに結成したりするっていうのはやむを得ないのかなというふうに思います。はい、徴兵戦は反対です。ということでですね、ちょっと日本国内の話にまた戻りますが、まあ日本国内でもですね、まあこうした政治の失敗を、カバーしようという動きがようやく野党側からも出てきたのでちょっと紹介します。共同提出をさせていただいた衆議院議員の辻久美子です。私も選挙区大阪で9月の末にですねこの未払いの当事者の皆さんと国交省経産省来ていただいて交渉の場を持たせていただきました。その時もですね結局この未払い問題をどういうふうに解決するのかという時になかなか決定打がないと。それであればですねやはり法改正をして万博協会が債権を買い取れるということになったらですねこれ打開できるんじゃないかというところでの議員立法を米山議員中心にやってきました。その時未払いの当事者の皆さんですねもう本当にですね今年1年笑ったことないとかですね要はそういったところで不払いを起こしてしまうと今度下請けの仕事も来ないし自分たちの仕事を受けてくれるところもないということで本当にですね八方塞がりの状態を聞いております。今回の法案は提出させていただきましたけれども、いち早くとにかく審議に入っていただいてそしてこれ成立に持っていけるようにですね皆さんと力を合わせて頑張っていきたいというふうに思います。共同提出をさせてはい、ということで立憲の辻かな子議員ですけれども、未払い債権を万博協会が買い取る法案を提出されたそうです。当事者の皆さんはですね今年1年笑ったことがないとか未払いを起こしてしまうと下請けの仕事も来ないし自分たちの仕事を受けてくれることもないと、万博という国家プロジェクトに携わって携わって頑張ってくださった工事関係者の皆さんをそんな目に合わせておいて維新が与党になって一番にやるべきは未払い問題の解決だったんじゃないでしょうかと、本当に困った時にどの政党が親身になって寄り添ってくれるかこれで明らかでしょうと、いうことなんですけれども、もちろんね立憲さんが全ていいとは言いませんがだから政治問題ですよね。だから万博をやったことによる政治問題としてですね未払いの問題が今起きているわけなんですから、本当は維新は今与党なんだから与党として責任を持ってこの事件を解決すべきなんですけれども、解決するどころかですね自分がその社保料スキャンダルで崩壊するかもみたいな状況になりつつあるので、もうこいつらはどうでもいいと。だから万博未払い工事債権については、債権として買い取りをするという法案を提出したということで、ようやく少し今問題解決に向けて前進したのかなという感じです。
まあこうやってね少しずつそのまあアメリカがやってくれないなら EU ではないですけれども、民主主義の側に立つ側がですね解決していくしかないのかなというふうに思います。で、意外なところからのちょっと後押しとしてですね、株式会社リード社が、この漫画がすごい、2026、じゃないか、ごめんなさい。この漫画がすごい2026というのを宝島社がいつもやってるんですけども、そこに、リード社の半分兄弟が1位を獲得しました。おめでとうございます。はい、これね、カラスマラジオリスナーの皆さんは全員必見なので、ぜひ読んでください。日本のね、ミックスルーツの人たちを、主人公にした、漫画なんですけれども、こちらがですね、この漫画がすごい2026年女編、第1位を獲得したそうでございます。まあ、ただ、作者の藤見よい子さんに関してには、ですね、この受賞を非常に喜ばれているんですけれども、そもそもね、女とか男で分けるバイナリーな賞はどうなんだというコメント、真っ当なコメントも出されております。はい、まあその通りだと思いますが、ですね、ハーフと呼ばれる人々の日常と溢れるに感情を鮮やかに描いた分かり得なさと手をつなぐ群像劇ということでですね、これ本当に感動的な内容なんで、本当に全員読んでほしいなと、真面目に漫画として面白いので読んでほしいなと思ってるんですけど、まあ、こういう作品がですね、少しずつ世に広がって、差別の反対の動きがですね、少しでも加速していくといいなというふうに思っております。そう、資本はより大きな資本に搾取されるものですからね。だからやっぱり身近なね、民衆的なレベルから、そういう人たちを、小さな人たちを支えていくしかないということなのかなと思いますね。はい。万博黒字ならその分未払いに回せやって、いや、ほんとその法律をまず維新は与党として作るべきですよね。ふざけてますよね、あいつら本当に。何が社保料未払いだよっていう。いや、本当に、これめでたいですよね。はい。ですね、万博のことをリベラルが批判してたけど、本当の厄災は後に控えるカジノですということで、そうですね、まあカジノ法案は未だに提出されてしまってますからね、まあその前に維新が滅びるのではないかという気がしますし、もう今の状況インバウンドどころではなくなったので、はい、中国の方が一人も来なくなったらですね、カジノ成立しないですよね。だからもうなんか、構想からして破綻しているのではないかとは思いますけどね。はい。この漫画がすごいはジャンルで賞を作るのがいいと思いますね。一コマ一コマのエネルギーが凄まじいのでかなり時間をかけて読みました。男女に分けるのは確かに気持ち悪いのですが、男女で分けなかった時には女性作家が何に選ばれるかなとつい思ってしまうところではあります。確かにそうですね。だからね、まあ、未だにね、女性作家に対する差別が、横行している場所ではあるので、まあ、女性作家の作品を注目したり、少女漫画を注目させるっていう意味では意義があるのかもしれないですね。はい。で、こちら海外のニュースなんですが、銃撃犯から銃を奪った英雄はシリアから来た難民家族であった。身を投じて多数の命救うということで、先日ですね、オーストラリアで、15人の犠牲者を出した銃乱射事件がありました。亡くなられた方には哀悼の意を表します。一人、その事件なんですけれども、銃撃犯の一人に対し飛びかかって銃を奪ったのが、地元当局の報道によるとアハメド・アルハメドさんというですね、シリアから、難民としてオーストラリアに、家族で渡られてきた方だそうです。14日に事件当日たまたま現場に居合わせたアハメドさんは容疑者の男に飛びかかった銃を奪い、その男、自身も2人の容疑者のうち1人に撃たれ負傷したと。で、この容疑者なんですけれども、反ユダヤ主義者だと、おそらく言われておりまして、まだ詳細は明らかではないんですが、ユダヤ教の祝祭を狙ってですね、テロ攻撃をしてきたということです。おそらく、ISIS の、ですね、シンパだったのではないかというような報道がなされております。なのでですね、だからあらゆるコミュニティに対する攻撃であったわけですけれども、ユダヤ教の祝祭ハヌカの行事が行われていたところに、ですね、卑劣な攻撃が行われ、反ユダヤ主義の行為であるということで、強いアルバニージ首相からの非難も受けているということなんですが、ここにですね、アハメドさんという方が一人、シリア出身の難民のご両親がいた方がですね、飛びかかって、なんと、犯人を抑え込むという、しかも大怪我したけどですね、無事生きて帰られているというですね、オーストラリアで国民的な称賛を呼ばれてるんですけど、だからヒーローかどうかというのはともかくとしてもですねだから人種とかでですね、人間を差別するというのがいかに愚かなことかというのをこの事件は表してますよね。
アフメドさんについて、息子は自分が救う相手の出身のことなど考えていなかっただろう。息子は国籍で人を区別しない。しかもここはオーストラリアである。市民と市民との間に違いなどないということで、アフメドさんのお父さんの、コメントが紹介されてるんですけど、全くおっしゃる通りだと思います。はい。だからですね、日本でそのヘイトスピーチとかをしてる人たちにもですね、こういう事件を見て考えてほしいですね。自分たちが言ってることが何なのかと。だからなんか外国人の人たちを犯罪者予備軍だから捕まえろみたいなこと言ってる人たちがたくさんいますけれども、で難民出身の人がねこんなことして難民家族の家庭をね抱えた方がこんなことしてるのに、自分は難民出身じゃないみたいなんですけどごめんなさい。方がこんなことしてるのにですね、何を言ってるのかという感じですよね。で最後にですね、悪魔化された人たちの中でということで紹介したいのが、ユーロビジョンの24年の優勝者がトロフィーを返上しました。イスラエルの参加に抗議したということです。EU でですね、ユーロビジョンっていう、紅白歌合戦みたいなお祭りがですね、毎年行われているんですけれども、欧州最大の国別対抗音楽祭ユーロビジョンで2024年に優勝した、スイス代表のネモさんが11日優勝トロフィーを返上すると発表しました。同大会をめぐってはパレスチナ自治区でのガザでの虐殺を受けてイスラエルが引き続き大会参加することに、強い抗議が続いてまして、アイスランド、スペイン、オランダ、アイルランド、スロベニアの5カ国が参加を取りやめています。ちなみにネモさんはノンバイナリーです。で、スイスではノンバイナリーって法律上認められてないそうなんですけど、日本と同じですね。なんですが、ユーロビジョンは全ての人々の団結、包摂、尊厳を掲げており、その価値観が私にとってこのコンテストを非常に意義深いものにしていると投稿。しかし、国連の東エルサレムを含むパレスチナ非占領地及びイスラエルに関する独立調査委員会が調査でジェノサイドだと認定している中で、イスラエルが引き続きユーロビジョン大会に参加していることは EBU の理念と決定との間に明確な矛盾があることを示していると。だから私は去年の優勝トロフィーを返還すると、いうことでですね、ちなみにニモさんのこのザ・コードというですね、去年優勝した曲の PV 非常に素晴らしいのでぜひ見ていただきたいんですけど、だから人口の 1% しかいないなんかね、犯罪者予備軍みたいで扱われてるトランスジェンダーの人が唯一ですよ。だから唯一というか他にもね賛同してる国々はあるけれども、パレスチナでのジェノサイドに反対して自分のゲットしたですよ、自分が実力でゲットした優勝トロフィーを返還するという行為に出てんですよ。だから残り 99% の人類は何をやってるのかという話ですよね。不正義に加担してるじゃないですか。はい、だから難民であるとか移民であったりとか不当にですね差別されてきた方、ミックスルーツの方であったりとか、不当に世の中から差別されてきた人たちが社会のためにですね体を張ってこういう抗議をしているのに、他の 99% の人間は何もしてないっていう、ね、これほどの不正義はないと思いますよね。はい。なのでですね、ユーロビジョンは今からでもいいからイスラエルをですね排除してほしいなと思いますし、できないんだったらねそういう催し自体をやめるべきじゃないかなと個人的には思います。はい。素晴らしい。上も重く受け止めて即刻方針を見直さないといけない。いや本当そうですよね。だからアイスランドはねビョクさんがですね女性の休日のアイスランドですけれども、ビョクさんがですね声明を発表されて、虐殺は許されるものではないということで、抗議したということも伝えられているんですけれども、なんていうんかな。いや、ビョークも批判してんだからやめろよっていうしかないですよね。彼女たちの方が正しいでしょう。だから、その人口の 1% しかいないで、なんか世の中でね、犯罪者予備軍だのなんだろこんだの言われて差別されてるような人たちがね、正義を体現してるのに、他の人たちは何もしてないんですよ。おかしいじゃないですか。どう考えたっておかしいですよ。だから団結して自由と民主主義を守らないからこういうことになるわけですよね。はい。ということでですね、大国の都合で振り回される今の社会でございますけれども、私はですね、自由民主主義、人権、ですね、差別虐殺戦争反対ということを掲げて今後も頑張っていこうと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。ということでありがとうございました。
ロシア排除するならイスラエルを排除しろっていう。いや、ほんとそうなんですよね。だからロシアを排除し、ユーロビジョンってね、ちゃんとロシアを排除してるんですよ。だからそこを矛盾してるだろっていう、言われるのは当然なんですよね。はい。全くその通りだと思いますよ。はい。なのでですね、ちょっと今日ね、体調不良でね、いまいち元気なかったかもしれないですけど、聞き苦しかったら申し訳ございませんでした。まあちょっとね、体調を整えていただきたいと思っております。皆様もですね、寒いので、ですね、風邪などぜひお気をつけになられてください。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対、反戦、反差別ということでですね、あと土曜日はですね、音花風花さんと、コラボレーションした、ノンバイナリーってなんだが非常に、好評いただいておりまして、まあ 100% ホット花さんのせいだと、ホット花さんの能力だと思うんですけど、私は何もしてなかったんですけど、ですね、皆さんはぜひアーカイブとかチェックしてみてください。全然大丈夫でした。戦争、虐殺、あらゆる差別に反対ですということでですね。はい。グルーミング。そうです。すいません。グルーミングってなんだという配信をしました。申し訳ありません。やばいな。やっぱりちょっと疲れが出てますね。申し訳ございません。はい。グルーミングってなんだという配信をしておりますのでですね。はい。ありがとうございます。風花さん。ということでですね。ぜひとも、そちらのアーカイブの方もチェックしていただければと思います。はい。ということでですね。ちょっと今週はですね、なので体調が、まだ全開ではないので、ゆっくり休まれてくださいということでありがとうございます。休みます。とりあえず。ちょっとどれぐらい活動できるかわからないんですけど、まあ、金曜日にはですね、フリートーク、土曜日には、風花さんとまた、コラボ実況配信、などですね、やらせていただきたいと思ってますので、よかったら、チェックしてみてください。ということで、皆様お疲れ様でございました。いつせ様ありがとうございます。リスニングありがとうございます。いたさんありがとうございます。ということで、お疲れ様でした。戦争と差別だけでもやめようということで、のみで様お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。リスニングしていただいてありがとうございました。皆様おやすみなさいませ。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。